1月ギリギリ間に合いましたということで、どうぞ2025年もよろしくお願いいたします。お仕事帰りです。2025年初、こちらのチャンネルでは初動画というか配信でございます。無理やり着崩しました。なんかゆうちゃろさん、あれですね、今日はセレブリティですね。なんか鳥ですか？あなた鳥さんになったんですか？ YouTube を設定しようと思って。あれ、自分マウス持ってきてなかったっけ？持ってきたのはマウスいる？これがね、タッチじゃないからさ、なんかこれでディスプレイか。これさ、クリックってどうなの？クリックこれ。これか、分かった分かった。これで、ちょっとゆうちゃんさん、じゃあ皆さんに挨拶してくださいね。ちょっと待ってや、自分の携帯に設定してるよ。ちょっとマウスがないので、ありがとうございます。皆さんこんばんは。できた。よいしょ。はい、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ゆうぐーだとか言ってくれて、皆さんお久しぶりです。鳥さんゆうくんって、風邪まだひいてるのって言われてますけど。あ、うん、弾いてない。もう、治ったな。十分、しっかりと。はい、多分。風の味はしない。風の味って何？新三世ゆうちゃろうくんって言われてね。どういうこと？新三世って何？かわいい帽子って言ってくれてますね。ありがとうございます。でもさ、ちょっともう暑いんですよ。撮っていいですか？最初だけかよみたいな。ちょっとなんか、これに映ってる自分がちょっと、やばいと思ってあ、そう。撮ります。ありがとう。最初だけオープニング、なんかよくあるやん。ライブとかで。うん。グラサンかけて登場するけど途中で撮るみたいな。ああ、なるほど。そういうイメージ。はい。ということで皆さんこんばんは。お二人さん体調大丈夫ですかということで。もう体調やばかったですね。ああ、もう年明け早々から、まあその話も後でゆっくりしようか。はい。ひとまず、そうやな。いつ以来？去年の年末一番最後の水曜までやったんか。そう最後の水曜がクリスマスだったんか。でしたっけね。確か。なんかそんな感じです多分ね。 25はいでそっからやな。だからちょっとさ、リズムがまだ自分の中で蘇ってきたりなんです。久々すぎて生配信の感じが。わかる。しかも今めっちゃお腹いっぱいで、すっわかるわごいかる。苦しいんですよ。ちなみに、ごめんなさい。はい。この服は、成仏させるために今日来ました。買って、1回だけ着て、もうそれっきりなので、もうこういう時しか着られへんと思って。なるほどね。成仏です。そういうことですね。なんなん成仏ってでも。もう多分この先も着ることないかなと思なんって。でよ、着れよ。これはさすがにもう、ちょっとだ。くださいって来てますよ。あ、ほんまにはいいるこれ。すごいで、マジで。もう、なんていうんやろうな。すごい。もう、あれやもんな。一発目の言葉が、鳥みたいな。なんか鳥っぽくない。なんか伝説のポケモンって感じ。なんかフリーザーって感じがする。多分こう配信で見る分にはそんなにあれサンダーが。なのかな。配信で見る分にはそんなに変に見えへんのかな。わからん。なんか衣装って感じがする。あ、そうそう。衣装的な感じやからな。うんあんまりこう普段着っていうよりはな。じゃあカチッとしたところに着ていけるんかって言ったらそうでもないしな。そうやな。なんか韓国アイドルとかが着てそう。目がかゆい。あ、新鮮祭ってなんそういうことか。なんか自分も全然、なんかみんなどうしたのかなと思っとって今日。何言ってんねやと思ったけど。はい。っていう感じで。どうしますか？どういう感じで進めてたんでしたっけ？いつもガンダムっぽいって来てるよ。確かに。そう。ほんまに家チロ君似合ってるよって来てますよ。面白いねんけどな、服は。うん。
釣ってる状態で見る分にはいい服。ただ買って自分が着る分にはちょっと変って感じで、ほんなら年末から話しようか。とりあえず振り返ろうか。みんなてか逆にみんなどうなの？確かにみんな元気してましたか？まあ元気っぽいよね。多分。まあそうやな。誰も死んでないやんな。みんな生きてるやんな。やめなさいよ。しかももしお亡くなりになってる人がいたとしても分からんし。いや、なんか誰かと誰かが繋がってて、みたいなさ、実は、とかって、ないよな、さすがに。ないでしょ。さすがにないわな。そうそうなんなんその始まり。いやいやいや。まあ安否確認ですね。皆さんお元気そうで。まあ大体いつ目の人もいるし、まだ来られてない人もね、いらっしゃると思いますけど、アーカイブとかでね、見てくれてると嬉しいです。はい、そんなこんなでもう100人見に来てくれました。めっちゃ久々なのに。ありがとうございます。ほらみんな生きてるよとか太ったわとかって。ああ、やっぱ、元気やね。いろいろあったでしょ生きてる。本当に。うん。お仕事してる人もいるし。そうやな。まあ、どこから話すよっていうかまあ長期連休前やったからね、ラストまあそう配信が。うん。長期連休前、そうや、年末年始やもんな。でも、年末、いや、年末年始結局ゆっくりできたんって2日ぐらいなんかその、節健康体で。健康体やったら2日もないよ。 1日ぐらい1日くらいじゃん。あ、ほんまに。もうそれ以外ゆっくりって全部。どれをだから何をもう基準に何にもない。ゆっくりかに何にもない予定。そんな日はなかったんじゃないじゃん。一日あったくないあ、やったっけ？年末に。覚えてない？いつ？次の日ぐらい。あ、次の日かなだっ。て早速何したもうちょっと記憶が曖昧曖昧。なんかしたなんか買い物行かんかったっけ？買い物はただ30に行ってんねん。そうでしたっけ？そう。で、30に行ってこれもらってんねん。ああ。そうやろでもその前の前日は京都行ってるやん。あ、そうや。京都。あ、なんか来たで。ありがとうございます。坂田ひろみちゃん。いつもありがとうございます。これ何？レースどういうことこれ？レースアウト。クイットって書いてああ、る。違う。レース何これ？何のキャラこれ？怖いねんけど、このキャラクター。何これ？猫に小判の小判？そう。香水、香水。で、しかもさ、何も、あれなんやな。これだけなんやな。ありがとう、ひろみちゃん。言葉。うん。謎のスタンプとともに。あこれでもつけられへんのかな言葉。そうなの？わからん。スパチャしたことないからわからん。私もよろしくお願いいたします。なんせそう、香水作りに行ってんな。二人で。そう、なんか、視聴者さんにもらった、何でも、なんか結構な、膨大な種類から選んで、遊びに行ってください的な感じで、多分有吉郎の誕生日にもらったんかなと思うねんけど、それをずーっとなんかな、寝かしてて、どうするみたいなんで、ちょっとこう、いろいろ見ては、あ、これは、みたいな感じで最終的に決まったのが、香水作り香やってんな。水作り。いろいろあったよ。そう気球乗ったりとか。パラグライダーとかな。気球はないか。パラグライダーか。気球もあったっけ？気球は覚えてない。いっぱいあったよな。リラクゼーションとかさ。あとなんか着物着てなんか街ああ、徘徊とか。そうそう。それこそ写真撮れるようなやつとかもあったりとかしてんけど、ブタは結構いろんなものに興味持ったけど、ゆうちゃろはあんまり数少なくって、そう、まあ自分はできるできないで決めてたから、あ、これはできる、これはできないみたいな。まあ、ブー太郎みたいにさ、何でもできるみたいな。パラグライダーでも OK、空飛びますみたいな感じではないから、基本自分ができないのを NG にしてって、最終的に2人が興味を持ったのが、フレグランス。そう、フレグランスということで、それを選ばせていただいて、本当にありがとうございました。見せんの？見せましょうか、せっかくなら。じゃあちょっとお持ちいたします。仕上がって。ブー太郎そこあんねやろ？え？ブー太郎そこにあんねやろ？ある。な、自分上やから取りに行こう。そう、ブー太郎ちなみに明日誕生日になる。だから今日の12時になったらもうとうとう36になります。なんかだから今日あんまちょっとしたくなかったよ。なんかさ、祝えよみたいなさ、モードになるやん、もう。いや、ブー太郎それ狙っとったよ。狙ってないよ。ブー太郎はそういうタイプじゃないよ。とか言ってさ、こういうこと言う人が一番あざといかな。ありがとうございます。サムエル元橋さん。
ありがとうございます。元橋 Thank you! ありがとう。なんかみんな今日のスパチャ勢は何もコメントがないからなんかちょっと心配になるんですけど。Thank you ね。ありがとうございます。ナイスパです。今年もよろしくお願いいたします。暗いんか。めっちゃさ、苦しくてさ、今。食べ過ぎちゃって。誕生日前夜祭ということでゴールデンポーク行ってきてね。あ、ゴールデンポーク行きましたね。ちょっと贅沢に食べ過ぎたんで、今めっちゃ苦しくてね。顔もパンパンでしょ。なんか目開いてなくない？いつもかって言われたらそれまでなんですけど。お誕生日おめでとうってもう早いねみんな。ありがとうございます。ブシャブシャを食べました。あ、でもちょっとさ、こう喋ってからだ、それせっかくなら。もう喋ってん。まだ喋ってないやってんで。あ、そうな。なあ、であそうも覚えてる？何があったか。覚えてる覚えてる。まずどこ行ったんじゃん。覚えてる。まずだから、その、京都でもいろいろあるわけじゃん。場所は覚えてない、正味。嵐山とか、どこっていうのは正味覚えてない。あんまり興味がなかったから。舞鶴とか、うん舞鶴って感じ。わからないけど。清水寺やったっけ？付近の、でもいろんなとこにそのね、フレグランス作る場所、お店があったから、結構選び放題やったんだけども、清水寺のね、近くのお店にしまして、で、意外と自分たちでその清水寺付近は京都割と行ってるけど、その辺をなんか意外とさまよってないなっていうことで、意外と初やったんやな。ちょっと待ってさ、一回ちょっと下がってくれへん、マジで。あ、ごめん。なこれやろ。伝わらんか、画面に。これやろ。なんかちょっとアーマー着てる人やねん、マジで近くで見たら。マジでやばいで、これ。後ろも。オフ会やるんやったらそれで行ったらあんた。嫌やわ。絶対。これはもう。Thank you! サムエル元橋さん。あ、ちょっと文字入れてくれた。ありがとうございます。かわいい。沖縄遊びに来てくださいねって沖縄人なん沖縄人。へえ。沖縄行きたい。ホープのゆうちゃろね、ご飯が苦手やねんな、沖縄。沖縄の美味しい料理教えてほしい、むしろ。太郎は大好きなんですけど、ゴーヤチャンプルとか。ありがとう、スパチャ2回目。Thank you です。早期そばとかって言われたらもう無理やわ。こっちに戻る。では、よっこしょいちゃんもいつもありがとね。今年も。誕生日前夜祭おめでとう。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。今日狙った今日配信なんで。違います。やめなさい。皆さん、じゃんじゃんと。最悪やな。ブダロあれやろもうそんなんいいのにとかって言いながら。心の中で。そう。もっと遅れよって、それほんま違うからね。もうね、私は祝う方が好きです。もう皆さんにそれぞれもプレゼント、夢に出ていきたいもん、みんなのとこに。ちょっと、地球防衛軍のユニフォームじゃんとかで来てんけど。あ、確かに確かに、なんかそんな感じ。本当に。やばないこれ。宇宙飛行士とかになりそう、本当に。とんでもない服を買ってしまった。いや、嬉しい。久しぶりに来てくれてお誕生日おめでとうとかも言ってくれてる。まだやけどね、実質は。早めのありがとうございます。ちょっといろいろコメント拾いたいんですが、で、まあ、清水寺の付近行ったことないということで、まあ、そこら辺のお店を選んだと。で、もう早速、ついて、もう駐車場大変やってんな。狭いねんなんせあの辺。てか、まあ、大体どこもそうやろな。繁華街というか、なんか人がそこら辺にうじゃうじゃいるようなところってあんまり駐車場なくて、で、まあ、とりあえず人がうじゃうじゃって言い方。見つけてんけど、まあ、それも狭かったりとかさ、あんまり入らんかって、とりあえずなんとか止めれるっていうところも結構高かったんけど、まあ、そうかったよな、なんかちょっと止めて、で、まあ、のらりくらりな歩いてって、まあ、すごいやん、あそこ。なんかこうさ、階段が、みんな行ったことある？なんかこんなさ、感じで上がっていくとこあるよ。こうグイーンって結構坂で。で、なんかお店が小さい、なんか山みたいになっててさ。覚えてる？覚えてるけど、あの通りって有名な通りなの？有名なんじゃないあれ。写真撮ってる人結構いたで、だって。あれ、何の寺を撮ってたみんな？清水寺やろ。あれが清水寺なの？と思ってんねんけど、自分も100% 自信を持ってあれが清水寺とはよう言わもうなんせなんかその道路から見えるその寺がなんか多分綺麗かなんかで、まあなんせこう人がもう日本人じゃないんよ。もう外国人の外国人ばっかり。でもなんかもうほんまにぎゅうぎゅうで、そう人めっちゃ多くて、でなんかもういろんな古い店とかの古い店って言ったらおかしいか。だからその京都らしい感じな、京都らしい、そう古風な情緒豊かな感じのそう女性ちゃん情緒豊か正常女性情勢情景調布なんかよく分からへんけど、まあそういうこと情緒ではない気がするけど合ってんのか情緒かちょっ
したアホみたいなアホなカップルだと思われるな。でさ、あれとってな、そういろんな店行ったらまずなんと上田たちが最初に目に留まったの覚えてる？梅干し一緒にいたかったけど一緒に行ったの間違ってたわ。梅干しや。そうや。そうやね、あと何やった自分はどうせ辛い肉まんやろ。肉まん。違うよ、梅干しや。梅干しや。まず最初に見つけたのが梅干しの店で、うんでまあその梅干し、まあ、結局さ道中やけど、そのまずはその時間に間に合うように行かなあかんみたいな感じの話だったんやけど、はいどうぞ。ありがとうございます、しょういちゃん。いいです、いいですって。ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。これやった方がいい？交換ピン2025年。2025年バージョン。一応やっとこうか。今年もありがとねー。なんか違うしちょっと。はい。まあその賛成羞恥心がすごいやつ。到着するまでの時間の間に、はいまあその今日食べる、まあお昼ご飯、まあ晩ご飯、なんか中途半端な時間やったよな。3時4時とかやったから。確か3時着やったんかな。2時着やった？まあなぜその辺のあたりをうろちょろしてて、でまあ中途半端な時間やけど、まあご飯食べたいからさ、まあご飯終わってから食べる店も見つつの梅干し屋さんをちょっと発見して、まあ中入ってさ、見たらもう金額結構してんの。高かった。一泊しかもめっちゃ人がさ、高ってたな。高ってて、うん高っててって言い方やけどさ、一番なんかそのお店の中の中心人物のね、なんかちょっとこのなんていうの、ボスがおってカウンターに、うんでなんかそこら辺によくなんかチラチラっと見れるのはなんかちょっとこう普通の敵みたいな、敵？最近ゲームばっかりしてるからなんか敵とか味方とかそんなんで進めちゃうんですけど、まあそうで結局、ね、やめてな買わずで、そうだから1箱8000円とかすんのよ。普通のそうそうそうまあ 200g ぐらいのけどな、大きさのやつ、苦労サイズのして作った梅よ。やけど、そうでも見たらやっぱ漢り方アミのさ、お疲れ様です。結構うまそうやったの。うまそうやった。うん、味見もできてないけど、まあそう。でも梅干しにあんままずい梅干しは自分はあんまないからさ、あんたうるさいやんか。そうやな、自分結構好き嫌いあるから、そうだから結構美味しそうやったけど、まあ高いからっていう理由でそこは断念して、まあとりあえずそのなんか屋台じゃないけどお土産屋さんの一角で売ってる肉まんがあってんな、でそれが1個500円やけど辛いっていう名目の豚まんやったよな。そう、粒は大きかった。そう梅干しね。で辛い肉まんも美味しかったよな。美味しかった、で食べてこんなん毎日あったら近くにあったら毎日でも食べたいとか言ってさブー太郎は言うんやけど、でもこれ1個500円やでってほんで確かにとか言って現実戻ってきて、回ってきた。コンビニとかあったら100円、高くて200円ぐらいで食べれるやん。そうそれのだって3つ分ぐらいやもんな。そうさすがにちょっと確かにそれは要点やちょっとろ、ああいうところに行った時の食べ物って感じやろ、騙されてるわと思ってブー太郎、環境に。でも美味しかった。美味しかったな、でそのまままあ食べて小腹ゴミを壊されながらそうで到着してんの到着して、香水作り、こんなとこにあるのっていうとこにあって、確かに、でなんか研究員のお姉さん2人が研究員研究員っていうか衣装白衣、ああ、そうそう、白衣着とったな。そう研究員的な感じの衣装を着た2人がこう接客してて、でそのうちの1人が接客終わったから、まあ、自分たちが今日体験に来ましたって言って、でこういろいろこう最初のなんかもろもろ説明されて、まあ、こんな感じなんで今から「はいスタート!」とかって言われてさ、いきなりな。そうで後ろのカウンターご覧くださいって言われて、なんかもうちっちゃい瓶がドワーってもう60種類か70種類ぐらい並んでるのよ。そんななかったけどな。結構ダーってあって、でナンバー何本までみたいなあって、それを一つ一つ書いてって1人3つ選んでください、でそれで合わせて調合して、そうでオリジナルの匂い香水にしますよね。ルールなんですよ、それが。でさ、もうすっごいね、めっちゃでいきなりもうスタートダッシュが早い。マリオカートで言うとヨッシーとかそういう感じもうなんかもう舞台ちょっと動画も撮ったかったからさ、なんかもたもたしとったらさ、そんな時間ないでとか言われて
あんたそんな間に合わへんねんとか言ってなんかさ急に関西のおばちゃんからしたらゆうちゃろが逆っぽくないブー太郎がさ早く私やとかって言いたのにさなんかゆうちゃろに早くしやもう置いてくれとか言ってさもうしてなんかもうこんな感じでもうこんなもうプロやったよな一個一個さもうキャップ抜いてそうまあもう終わりはい違うもっとあるマジでもっとゆっくりかけようみたいななんかそのさ匂い花がまひるからさなんかこのコーヒー豆なんか豆みたいなのも置いてくれてるのに、もうそれも一切使わず、みたいな感じあでもあれ使わんでもいける人やねんなそこまでプロやな、なんか分からへんけどそこまであんま鼻が曲がらへんというかで一瞬で選んだったよでもブー太郎はコーヒー豆使っとったよなめっちゃ使ってたでもなんかもう鼻まひってきてたほんまに途中からあそう結構しんどいあれだから20分いやいやいや作る時間が10分15分やったと思う15分やったんじゃう20分はなかった作る時間ね作る時間っていうのはどういうこと匂いを嗅ぐ時間間じゃないあじゃない作る時間が多分20分で、うんそのうち多分10分ぐらいで選んでくださいって言われたんよそうだそうだだからさもうなんかだんだん鼻がまひってきてなでなんかリッチゾーンみたいなのが一列あってそれはプラスいくらでこの匂いも入れられますみたいな感じで、こうタバコとかタバコとかバニラとかなんかすごいなんかもうザっていう感じのなそうあ開いてるちょっと今ブー様がどうした暴れすぎたちょっと餌を戻しちゃったみたいで体調ちょっと全然元気なんですけどなんかちょっとたまにあるじゃんワンちゃん飼ってる人だったらわかるたまになんかちょっと暴れすぎて戻しちゃうなブーちゃんって結構そういうの多いもんなゆうちゃろが拾ってくれてるんで京都話は今 CM 中ですじゃあ CM 久々にやる秘密基地じゃないけどルンルンパウダー見つめられると心は歪む見つめられると明日を生きようと思うそんな部屋着作ってみましたジェラピケ2025年新登場誰も買わへんちょっと待ってしかも視聴者減ったあ画面が切れただからもう一個 CM いかなんかなあ鏡って普段どう使う使わない使わないのそんな人間ってこの世の中にいるのさあそんなあなたにおすすめの鏡があるのじゃーんこれここを押すと光るそうスターになれるわかる何がこうすればアイドルのなんかさあんまりいけてなくない普通照明焚いたらさもっと綺麗になるんじゃないなんかさアラが出てんねんけどこのなんか肉のこのシワとかさカット終わりますあかんなやっぱりさなんていうのまだ取り戻してないね配信者ブー太郎あそうなのなんか滑ってるいつも前からはいってことで CM 終わりましたほんで何があった香水作ったんかで作ってできたのがこれ急に話飛ぶあんまりないかないやなんかその3つ選んだやつもなんかこのバランスも選べたあ確かに何パーセントこれ何パーセント全部100にしにしなかったてけどそうなんか一番主張のこの匂いを強めたいっていうやつを大体4050ぐらいにしてくださいみたいなで残りを割るみたいなそう感じでな、んで最終的に名前も決めれてなんていう名前にしますかみたいはいじゃあブー太郎からまずいこうなはいほんとまだそれに入ってるうんいきますじゃあ発表しますはい皆さん重大発表はいブー太郎の作った香水これあれやね貴重やねみんなあんたって言いかけたみんなに対してこの CM 似てんやなとか言って誰誰ちょっとよく覚えとくちょっと待って工藤さんあれ名前読んじゃったあなた覚えてます前からということではいこれ My Favorite って書いてるの分かりますかこの上の My Only Fragrance っていうのはお店の名前ですそうここに行けば皆さん作れますでブー太郎は My Favorite そうゆうちゃろは自分は容器が一緒ここに書いてる見えへんなぼやけてエクスタシーって書いてます大丈夫大丈夫名前って感じの匂い
ああ、なんかもうブータローの方がいい匂いやっぱすっきりして。であんまその匂い好きじゃないねんな。ああ、待って、くしゃみ出る。最悪やんけ、ちょっと待って。最悪やん。最悪やん。めっちゃブサイクな顔してみた。最悪すぎん。なんかさ、塗ってすっごいくしゃみしてさ、絶対いい匂いじゃないやろ、今見てる人らからしたら。っめっちゃいい匂いね。て言いながらくしゃみすんだよ。ということで、こんな感じで作らせていただきました。うん。ここの蓋の色もゴールドとシルバーがなんか選べてる。あ、選べた。自分シルバーにした。ブードロゴールドにしてんの。そうなんかみんなに見せとく。これスクショタイムとか今ある、流行ってる今でも。いや、もう知らんけど、こんな感じで。かわいいっしょ。そう。こんな感じで作らせていただきました。で、何を入れたかなんですよね。どんな匂いを選んだのかっていうのは結構香水とか匂いフェチの人が気になると思うんですけど、もう捨てたその紙。捨てた。捨てたや捨ててないと思うけど。ブー太郎は本当にやって結構柑橘系の匂いが好きなんですよ。なので、あ、上や、それ。結局番号しか書いてないわ。なんか分からへんけど、なんかジャスミンとか、なんかそっち系それだけなんかちょっとなんかちょっとこうブー太郎のは分かる、すっきり系な感じで、ユーチャローのはなんかもうザ・メンズみたいな、ちょっとこうズドーンってきそうな、なんかちょっとこう重たいねみたいな、なんか、やらしい匂いみたいな、チャラい匂いみたいな、チャラい男の匂い、なんか童貞捨てる時の匂いよ。土手に捨てる匂い。童貞捨てる時の匂い。土手捨て童貞を捨てる時の匂い。童貞ってわかる？分かる。初めてうんエッチする人。違う、そういう汚い言葉やめて。汚い言葉じゃない。汚いってどういうこと？童貞捨てる時の匂い。だから、童貞捨てる前の男の匂いって感じかな。違う、なんていうの？そういう、その男本来の匂いではなくて、ちょっと、混ぜた、マジでどんな匂いやん。そんなそのとで、マジでのツッコミやねんけど、マジでどんな匂いなん違う。初めて聞いたその表現。男本来の匂いではない。その童貞を捨てる前の匂いよ。うまいよな。芸人向きよな。そんなワード出てくる普通。童貞を捨てるような匂いなんてさ、今までそう来たことがないもんな。童貞捨てる前の男の匂いってなんかわからん？わからんな。なんかさ、色づいたような、ちょっと色気づいたような感じ。チャラい匂いって感じですあ、そう。どっちかっていうと遊びの匂いですよ。なんかそう。これから遊ぼうとしてる。逆。だからもうなんか童貞とは逆の匂い。なんかこれさ、童貞の人の匂いってなんかちょっとさ、シンプルな匂いっぽいやん。なんかちょっとこうタンスの匂いっていうなんかこう、衣類をさ、タンスの中入れすぎて、なんかこの人タンス臭みたいな。違う。だから、童貞を捨てる時の匂いやん。いやだからそうやって、あんたのこの匂いはもうなんかもう何人かを食ってる。食ってる食ってるか？なんかチャラいそうなんかな匂いがするって感じ。そう。アダルトの匂い。だからエクスタシーやね。エクスタシーって言ってるような人がな、童貞なわけないね。だから童貞を捨てる匂いよ。わけわからんけど。童貞の匂いではない。童貞を捨てる時のメンズの匂い。でもみんなどんな匂いっていうの逆に気になってんだよ。あんたうまいな。そうなんかな。あんたうまいな。逆にじゃあこれどんな匂いって説明するの？どこ言ってるよ。やりちんの匂いって。やりちんの匂いってそれチンコの匂いやん。違うわ、それはイカやろ、あんた。どういうイカイカなんや。イカなんですって。イカみたいな匂いじゃん。カット、もう最悪。ムスクとかでもないよな。違うな。ムスクではない。もう一回匂わせて。で、ブー太郎はちょっとこう華やかな匂いって感じ。なんかこうお嬢様みたいいや、お嬢様ではないで。なんか結構トイレ臭すごい。な。ずっとトイレって言ってくるねんけど。ベルガモット入れたんかな。なんか、チャラい匂い。なんか、あれに似てるかも。ブルガリの香水に似てるかも。ブラックブラックか分からへんけど。そうや、ブラックや。ブラックのやつ。ちょっと入ってるかもしれないな。ブルガリの香水、ブルガリで男が使う香水の匂いにちょっと似てる。そんなような感じ。っていう感じでしたね。で、これさ、ちょっと匂いを長持ちするような、なんか、オプションつけてな。なんか、フレグランスか、オードパルファムみたいな。
とかなんかいろいろパフュームとかなんかいっぱいなんかあんねんけど、パフュームは香水菌か、うんなんかそのランクがあって、まあその一番下のランクやとまあ2、3時間うんで、中くらいと4、5時間うんで、もうちょっと上行くと5、6時間みたいな、こう長さ、うん1回振った後の時間の長さ、どれだけずっと匂いが続くかみたいな、でそれでちょっと1個ランク上にしてんな、そその店の中での。そうなんですよ。そうだからそれ結構きつい、つけたては。でしかもなんかあれなんやろ、身に直接つけたらあかんねやろ。そう、服とかにつけた方がいいみたい。珍しい。その普通って香水って服とかにつけるとシミになるとかって言うけど、逆に服につけてくださいっていう香水。そうですね。うん。まあ、なので、でもなんかちょっとブー太郎もこうさ、当時そこで匂ってた匂いってやっぱこう衣服つけて、こうなんか時間経った匂いってなるとさ、まあ、やっぱ想像した匂いよりちょっとなんかもっとこうしたいとかやっぱ出てくるから、多分なんかこう、ほんまにお気に入りの香水を1回で作ってはちょっと難しいのかなっていうのも正直な感想。自分やっぱ鼻はもまひるし。ドンピシャ。あ、そう。うん。まあ、そんな感じですね。はい。で、まあそう、香水作り終わって、で、わらび餅。そう、わらび餅。なんかこれもまた奇跡的な出会いやったよな。そう、もう京都といえばわらび餅ですから。そうで京都でゆうちゃろが初めて食べに行ったわらび餅屋さんっていうのがあって、はい。得以意前そう徳屋っていうのかな、うんよく分からへんけどそこら辺のわらび餅に行って食べて、そのわらび餅が忘れられんで、なかなかこう京都には行くけど、まあ、その近辺行かへんことが多かったりとかで、うんまあ、別のわらび餅屋さんとかで、まあ、それももちろん美味しいねんけど、まあ、その一番初めて行ったわらび餅が食べたいってなってたんやけど、んまあ遠いからさ、うん。でなんかこう調べてたらな、水に浸かったやつやったっけ？なんか氷氷か。氷なんかこう、ポンポンポンってなんかこう、そう下氷の土台にあれみたいな柄の。きな粉もちょっ菊の花とおしゃれに。な。菊の花持ってあるやつお尻の穴みたいなやつか、そう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 。違うけど。そんな感じ。そう。でそこでずっと働いてた人があれやってんな、フリーになってやってた店やってんな、探し当てた店がな、うん。で食べた瞬間になんかね、お家みたいなとこで、なんか普通お店構えてんねんけど、そこの、住宅街やったな調べたとこは、そのなんか住宅、ほんまなんかちょっと離れた、こう発展していろんな店がこう並んでてさ、人がこう、流れの通りができてるとこってあるでしょ、ああいう商店街みたいな。ああいうとこの外れみたいな、ほんと住宅街でやってるようなわらび餅屋さんやって、で、そういろいろ話聞いたら、なんかすごい気さくな店員さんで、なんかありがとうございますとか、こう親身にな対応してくれて、でなんか外にこう椅子とかも置いてあって、外でも食べれますってなってて、そこで食べさせてもらって、お茶とかも用意してくれて、でなんか話聞いてたら、なんかめっちゃ美味しかった。で、これ徳屋でなんかちょっと修行じゃないけど、何年か働いてて独立したんですよって言ってて、あ、そういうことかってなってな。で、なんかそこのね、わらび餅は皆さん、お持ち帰りもすごいおすすめというか、こう配送もできるそうネット上もでき珍しいんのよ。そう本わらびってやっぱもう賞味期限も早いし、なかなかこう郵送とかになってもなんかこうクオリティ品質がやっぱ落ちちゃうらしいねんけど、まあ、そこの人はやっぱ徳屋で修行を積んだし、まあ、いろいろそこから多分もう、ね、研究をして、初のなんかこうどれぐらい持つってたかちょっと忘れてんけど、いつかやったかな、いつ買った5日ぐらいかな、おそらく5日ぐらい。そう持つっていうわらび餅清水寺って調べたらすぐ多分一番上に出てくると思うんで、なんかちょっと食べてみたい人はぜひ食べてみてほしいんだけど、モナやったかな、英語でモナ、MONA。そうでもうその香水作った2日後ぐらいにはさ旅行が決まってるからさ、まあそのみんなにも食べてもらうってことでお持ち帰りでな持って帰ってみてんな、それで実際旅行中に食べたらみんな美味しいって言って絶賛やったてか自分も絶賛やった。思ってこのクオリティやったらもっと買っときゃよかったっていうの。そうって言ってるぐらいやから、まあ、結構本わらび、まあ多分好みはあると思うけど、そりゃこれはちょっとないとか思う人もおるかもしれんけど、でも多分いい感じだと思うんで好きな人はぜひネットで買える、ほんまにちょっと調べてみて、もし欲しいって言うんだったら。いやどこの回しもみたいないやマジで美味しい。そう
でまあそこでまあわらび餅食べて、で、まあ、結局晩ご飯どうしようみたいな、そこまあ、ら辺夕方ご飯やってんけどね、そう実質的には。でなんかそこら辺こう結構徘徊しとったんやけど、うんなんかその調べて出てくる店が割と結構時間早いんよな、そう。閉まる時間が、とかその日空いてませんとか、もうそんなんでもうあっちこっち徘徊しまくって、うんでもうもうここも空いてない、そこも空いてない、ここ並んでる、もう閉まるとか、もうそんなんで、もうなんか結構2人ともちょっとテンション下がってきてさ、うんなんかもうどうするみたいな、もうここでいっかみたいな。いやで最終的になんかこう、なんていうの、結構さ、ブー太郎が振り回したというか、まずやっぱ京都来て湯豆腐って食べたことなくないみたいな。そう。で、湯豆腐を見つけようの会があって、例えばなんか来た道にあったやんとかっつって。で、そこの店たどり着いた途端に、こうメニュー表が置いてあったから見たら、なんか思った以上に高くて。そうやね、湯豆腐でさ、定食でやで、人1個5000円とかやったの。そう。なんか豆腐に5000円かって、なんかちょっとおじけついちゃって、美味しいんやろうけど。さすがに豆腐に5000円払うんやったら肉に5000円払うやろ。とかってなんか考えになってきちゃってでそれこそねどうやってお店見つけますかっていうコメントいただいたんですけど、まあ、大体勘と口コミなんですけど、口コミを星を見るんじゃなくてもうちゃんと詳細を見る悪いことを書いてる人の意見とかなるほどな。までちゃんと見るで、まあ、結局お店探し直してんでなんかとんかつ牛カツとんかつじゃない、牛カツの店があってでそこがなんかすごいそれこそ評価高かったからそこ行こうと思ったらなんかせっかく戻ってきた道をまたさ戻らなあかんくてめんどくさいねんけどって感じやってんけどゆうちゃろうがだけどまあ結局そこ行くかってなってなでその牛カツのお店行ったんですよ。そうまあ無難に美味しかったよねそこは。そう、無難に美味しかった。なんかさ後々こう歩きながら調べてたらなんかさ結構チェーン店やってちょっと慣れてきてんやん別にここじゃなくていいやみたいななんか大阪のいつも行くさ梅田とかにもさ全然入っててそうなんかだんだんテンション下がっとってんけど、まあでも食べ終わった後そうなもうゆうちゃらがさすがにおこやったからさもういいやいいでもう見て行くでみたいな感じだったからブータラのこう継続モードをこう廃止されたんで諦めてその牛カツ行ったまあ美味しかったです。美味しかったよな。そうでまあもう帰ってんなもう車に帰ろうってな車に帰ろうってなって、まあ結構まあ遠い、道のり結構長かったよな。そでまあ10分、20分ぐらい歩いたんかな。うなんやかんやで。うんでまあ、疲れた、もうすぐ車やとか言って。で、のこのこ歩いとって、で、車にもうあと残り100メートルぐらいっていう時に、右見たら、さっきの店やんとか言って、今食べた店こんなとこにもあるで、みたいな。わざわざあんなとこ戻らんでもとかってさ。戻った時間も無駄やししかもその店めっちゃ混んどって結構待たされてんな、でもそっちのもう一個の店はあんま混んでなさそうやったそう。だからもう初めっから車の方行っとけば、ブータロンの鶴の一声であんた苦労させられるっていうなんかプチ事件みたいなのもありつつ、まあでも美味しかったからええやんとか言ったな。最終的にはなったんですけど湯豆腐高いでしょ5000円はちょっと持ってるかもしれんけどいや持ってるのは持ってるの4500円とか。高かった、それぐらいマジで高い。定食豆腐だけじゃないからねでもそうそうそう、なんかそのこう豆腐御膳みたいなそうそう感じやからねみんな自分豆腐嫌いなんやけど最近ようやくこう絹豆腐っていう木綿じゃない方を味噌汁に入れてこう食べたりとかなんかそういうのはだんだんできるようになってきてで湯葉は比較的好きやった。だから好きよななんか、美味しかった。だからなんかちょっとそういうなんか京都やったら何でも美味しくなるんかなみたいな、京都魔法みたいなのあるやん、わらび餅もやっぱ京都の魔法がかかってマジうまいやん、そんな感じで豆腐もやっぱ違うのかなみたいな、まあちょっとトライしてみようっていう感覚やってんけど食べへんかったな。そう結局諦めて、なんかそっから何かを買うためペットショップ用品かペット用品を買わないといけない日やってその日やってるな。そうでイオンモール京都そうやっていう場所に初めて行ってきてでそこでもなんかさまよったけどなんか買ったっけそこはゴンチャとスタバじゃん。そうやゴンチャとスタバや。自分ゴンチャでブー太郎のドリンク買ってなかったっけ。買ってないゴンチャは。ゴンチャ買ってなかった、スタバやった、っていう感じでなんかもういろいろ初めてやからさいろいろ店いっぱい一通り見て、まあ、大体イオンって大体一緒じゃんなんかどこのイオンもまあな、だからまあこんなもんかみたいな感じでそのまま帰ってきたって感じかな。そうやな。それが1日か約
うん年末の。そうでその次の日にもうゆうちゃろうまみうん買い物行こうぜみたいな、もう旅行前やしそ感じで大阪行ってうでなんかそうルブタンでいつも買い物してて、でこう LINE がなんか適当に来るから、うんその LINE を見た時にそのクリスマス過ぎてるやん、うんでそのクリスマス前ぐらいに来てたのよ、うんなんかちょっとぜひお立ち寄りくださいみたいな、ささやかではありますがプレゼントがありますのでとかっていう話が LINE で飛んできとって、でなんやろうと思って、その日たまたまなそっち方面行くからって言って歩いて行ったら、これもらったよな。来てキャンドル分かりづらい上と下外れてるから気ぃつけてな。すごくないこれね、一回つける電気消してみる、せっかくやったら動画に残してた方がいいんじゃない。別にそんな大層なもんでもないけど、いやこれは限定でみんな買いたくてもこれだってさ非売品特別なものやねんから、前髪がうっとうしい。やっぱ帽子ってかぶり方によって全然雰囲気変わるな。子供になるな。はい、いきますよ皆さん、じゃあライトアップの時間です。ほら、そっちの電気も消したの？これ綺麗くない？こうやって浮き出てくるんですよ、絵が。ランタンみたいな。これ停電したらさ、こうやってつけて生き残ろうかなみたいな。非売品ですからね。可愛くない？ほら、見えますかねえ、キャンドリル、そうなんですよ。可愛くない？ブー太郎ともすごい相性がいい。これ東京タワーねえ、素敵。封して。この冷えた後のろうそくの匂いってなんかすごいいい感じ。なんかわかる、言ってること。わかる。うん。ということで、また帽子取るっていう。なんでキャンドルの時だけ帽子かぶるんですかそっちの方がちょっと似合うかなみたいな。そう、ムーディーでしょ、綺麗でしょ。そうなんですよ。ありがとう、ブテラさん、帽子かわいいって言ってくれてる。京都は味付けが薄いとかも来てますね。ケーキみたいとか。ルブタンのロゴが入ってるって。そうそうそう。ここね。こことか。見えへんかな、もうみんな。そう、また気になる人、こことかも入ってる。見てみてください、アーカイブで。そんな感じかな。なんか大阪行って買い物行ってそのままご飯食べてうん。和気あいあいと。って感じでまた一日終わったのか。そうでも次の日旅行やったな。でまあブーと姫ね、またいつも通り N 様が面倒見てくれてお別れして何匹と、うん、この人たち嬉しそうに言ったな。嬉しそうに言っとったな。やったぜみたいな、小学生かよっていうぐらいのでまあ旅行、今回は妹来へんかって、いつもほんまはゆうちゃるの妹とアバゾレと2人でジジババ、だから計6人で行ってたんやけど、今年は妹がちょっとテスト期間が近いっちゅうことで無理ですって言われて5人で行くってなってんな。そうトイレットペーパーそうほんで行ったわ。まあ着までは良かったよな。全然よかった。で天橋立に行かせていただいて、で、まあ、パーキングエリア寄ってなんかそこでもなんか大変やってさ、もうなんかすっごい人やったわけで、お昼ご飯もなんかさ、なんていうああいうなんかさ、お金入れて食券タイプのやつやって、めっちゃ並んでんねんな。めっちゃ並んでる。でまず席が取られへんねん、そもそも。でこっちはさ、おじいちゃんおばあちゃんおるからもう車椅子引いてるし、ああいう時におばあちゃんめっちゃ強いね。私は弱者ですみたいなさ、もうなんかもう車椅子乗ってすごい弱々しく演技するなんかもうお腹空いてますみたいなすんごい演技しだすんよ急に。めっちゃ弱々しくなんねん、ああいう時だけ。ほんで席着いたら、ああやっとご飯食べれるわとかってなんかもうえみたいな、なんかさ、
あんな感じで行くんやけど、マジで争奪戦やで、なんかもうブー太郎もなんかもうおしきついてられへんわと思ってさ、なんかまだ食べてるのにもうすぐ終わりそうな人に、ちょっと次、この席いただいていいですかとか言っとった言っとったなんかさ言っとった言っとったスタイルしてさうんあ、すいませんすいませんみたいな感じで、もうほんまそれぐらいしないとなんか次から次人来るから、うん、そうやな。大変やったな。もうそう強引に行かせていただいて、ね、もうそっから並ぶのも大変やったな。大変やった。で、買ってからももうなんかすごい待たされて、うん。いや、焼きそば買うまでも並んだやん。うん、焼きそばの列、20分ぐらい並んだんじゃん。なんだ、たこ焼きと。なで、うどんとかそばとかも食べてはって。あ。でもなんかしょっぱな早々、大変やなって感じやって。うん。うん。んで、着いたら天橋立のホテル旅案内館な、してもらっついて。て。そうそうそで、もうごちそうですよ、晩ご飯なんて。カニ、う。1日目何やったっけ？カニ、あ、カニか。尽くし忘れてた。もう焼きガニから、もう鍋、カニ好きそうそう。刺身もあったし、もう贅沢に食べさせていただいて。まあで、お風呂も入って、でお風呂サウナもあってさ、今回は。やったーと思って、やってたんですよ。1日目の風呂事件やな。その風呂。そうね。まあ、風呂が大変で、去年は良かったんやけど、今年の、なんか多分その温泉の特性なのかよく分からへんけど、みんな、ちょっと、10分15分ぐらい浸かると、なんか全身から力が抜ける温泉っぽかって、結構なんか周りの人もなんかこう、フラフラになってたっぽいね、女子は。うん。男子は知らんけど。うん。で、そこで、おじいちゃんおばあちゃんってやっぱさ、もう赤ちゃんと一緒でさ、赤ちゃんは一日一日成長早いやん。うん。やけどおじいちゃんおばあちゃんって退化が早いんよ。うん一日一日めっちゃすぐ退化するんよ。昨日できてきたことが今日できひんくなるみたいな。で、去年できてたことやから今年もできるやろう的なこう甘い考え、舐めた考えで言ってたから、一人で歩かせ、歩くからさ、おじいちゃんの方は。自分たち二人とおじいちゃんで風呂入ったんやけど、なんかヨタヨタで、なんか体洗うのもなんかやっとこさみたいな感じで、途中自分がもう洗ってあげて、背中とかも届いてないから背中流すわっつって、もう背中も洗って、でそこまでは良かったと。ほんで湯船に浸かってからやな、立てへんくなったよな、うん。 1日目も。うん。で2人おったからさ、付き添いが、自分たちが。だからおじいちゃん両方手つないで上がろっかって言って、でその日は難なく、とりあえずは難はあったけど、なんとか服も着せてそう。無事にこう上がってきたと。そう。ほんで今度はさ、アバズレの方よ、問題は。もう今おばあちゃん施設に入れてて、その施設でお風呂ってなったら、こう吊り下げ式のブランコみたいなで吊り下げてもらって洗ってもらうみたいなスタイルらしくて、もう自分の力をいらずしてもう人に洗ってもらうのが当たり前みたいな感じになってるから、そういうところに旅行行くってことはやっぱ自ら自分で歩いてさ、椅子に座って体洗ったりとかで温泉使ったりとかってやっぱ自分の足が必要やんってなると、付き添えがさアバズレになるからさ、アバズレももうええ年やんか。うん。でおばあちゃんがなんか尻餅ついたんか転んだみたいで、うん。起き上がらせることができひんかってん、そのお風呂の中でらしい。起き上がらせへんかって、もう近くにいたたまたまその時に看護師さんがおったんか。そう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 。でその人が近くで見てくれて、あ、大丈夫ですかって声かけてくれて、一緒に持ち上げてやっとこさそうなのよ。っていう事件が1日目にあって、みんなくてんくてんやんが、自分たちはうん。あれやったんやけど、自分は運転してたから運転疲れとかそんなのもあって、なんやかんや1日目はそのまま寝たんか、みんな。結構でも遅くまでここは起きとったな、うん。自分ら2人はな。もうだって年越しですから。あ、そうやカウントダウンですもんね。確かに。そう、ハッピーニューイヤーして、カウントダウン TV ちょっとちらっとなんか見ながら、年を2025年を迎えたって感じですね。で、その時ちょっと SNS も上げさせてもらってたと思うんですけど、
そうで、まあ次の日2日目そうで朝バイキングやったんやのよ。ああそうやったバイキングうんで久々バイキングと思って、結構なんか和洋中あってな、いろいろあった中はなかったかな。分からんけど和洋にこう特化した感じでもそれもなんかこうな、やっぱおじいちゃんおばあちゃんの分はさ取ってあげなあかんやんか。そうやねだからさこういうところがさ、ブー太郎ってすごいよなっていつもこう近くによって思わされるというかさ何年おっても今もう11年か何十年か、何年けどこれは今ゆうちろの感想やけどもうなんかさ人のおばあちゃんとおじいちゃんやん全く血もつながってないしさ、まあ、それはおじいちゃんおばあちゃんにさ自分の孫やって勘違いされるようなこともあったけどでもなんかそこまでするみたいなところまで結構気が行き届くというかさ肌から見てるそうかな自分から見てると普通じゃないの？だからそういう姿ってやっぱ大事というかやっぱすごいなってこう尊敬じゃないけどさこう感銘を受けるというかそうなんそうなんか分からへんもうそれはずっと思ってた去年もそうそうやし今年もそうやしすごいわと思って分からへんよね。なんか普通なんじゃないかなと思ってしまうんやけどな。だって逆やったらするよ。いや自分らでするけどでもせえへん人もやっぱおるわけやんかおるかな、うんおるんか。おるおるおるだけどさ、面白いのが、なんかいろいろあったわけ。魚が食べたいっていうリクエストをもらってたから、なんか自分の感覚でも言っちゃうからさ、その鮭となんかこう、もう一個何やったかな、なんか白身魚みたいなのがあって、一つずつにしようか迷ってんけど、なんかちょっと鮭食べたいっていうのを聞いてたから、鮭のなんかちっちゃかってん、こうなんか正方形みたいな鮭、みんなが分かる、なんか普通長方形の鮭って。なんかそのちっちゃい正方形やったら2つで1つみたいな大きさやったから、2つ取っとこうと思って取ったわけよ。味噌汁みたいな汁物も、欲しいっていうかでお雑煮食べたいって言ってたから、なんかその汁、お味噌汁みたいなやつをなんかもらって置いてんけど、なんかそのおばあちゃんはその魚こんないらんねんけどみたいな。そうやねはっきり言うよね人に取ってきてもらっときながらお嬢様で育ってるからおばあちゃんも昔からで味噌汁のとこもなんかちょっとお餅入ってた気がするけど、なんかお餅入ってないから私お餅が食べたいんやけどみたいな言われてこれ入ってなかったっけなとか思って、でなんかお餅あるやつもあるでみたいな話になって、私それが食べたいねんけどみたいな感じでなんかすいませんって感じででもよく見たら取ってきてんな新しいやつ。取ってきたそうじゃなんか同じやってんやっぱり。うんやっぱなんかさっきのとこと同じやなと思っとってんけど、まあ、でも何のお餅入ってなかったんやろなって不思議ではあってんけど、じゃあおばあちゃんが「これかお餅」ってなってさっきのにも入っとったわみたいなやっぱそうやんなみたいな、なんかちょっと変なことしたんかなとか思っとってんけど、そういうなんかそのちょっと変なアクシデントとかもあったりとかして、もうおばあちゃんもマジで口悪いっていうかなんていうの出ちゃうんよね思ってることがそのまま悪気はないっていうのは分かるやん、なんかもうほんまに見ててさ言ってるわみたいな感じになんねんけど真に受けたらしんどいけど、また言ってるわみたいな感覚で聞き流せると面白くなんねんけど言ってるわとか思いながらおじいちゃんは何も言わへんやろ言わへんな、もう黙々と食べてるって感じ。ありがとうみたいな感じでもうなんか仏のようになんかさ1日目はそれこそすっごいなんか温泉も入れて気分良かったんやろな。ご飯中になんか一回大声なんか叫ばんかった。誰おじいちゃん。覚覚えてない？覚えてないなんか最高やなみたいな。なんか覚えてない？覚えてないマジで、なんかそうそんなことを言ってて、なんか良かったと思って隣でそう思っとって、その1日目のカニなわけよ。でカニもさやっぱ甲羅ついてるやん。でただでさえブー太郎って、ゆうちゃろはもともとカニ好きではあったんやけど、付き合ってこう8年目9年目ぐらいの時にようやくカニを食べに初めて行くぐらいカニの味は好きやけどめんどくさがりやったわけ。だから魚とかも骨があるからめんどくさいって言ったやつそのブー太郎がようやくそのカニの味甲羅をこの皮を剥くのがめんどくさくないぐらい美味しいっていうことに気づいてようやくこうカニを食べれるようになったブー太郎が
おじいちゃんのさカニまでやさばい人みたいな。こうちゃんと取り分けて中身出して自分が食べるカニよりもまず先におじいちゃんのやって渡してとかっていうやっぱそういう姿とか見るとやっぱなんか選んだ人間違ってなかったなと思った。何上からやな。いやマジでマジでこれはそういやもう上からって思われてももうマジでそう自分の人生選んだ人間違ってなかったなって道は合ってたなって。いやいや、分からへんで、あんた。不幸になるで。いやだからこの先不幸になろうと何があろうともう乗り越えれる自信でしかない。どんなことがあってもと思ったマありジで。がたいですね。うんそう言っていただけるのは。そういやマジで面白いわそんなことあったっけ。いあった。やそでもなんかいい感じに1日目終わったんですけどね。まあう2日目の朝、バイキング行っ朝食食べて。うんで、なんか、帰ってき帰てってきて、なんか自分がちょっと朝一からなんかこう喉もイガイガするしなんかちょっとこう暑くなってきたりとかでちょっと体調があんまり著しくなくてちょっともう一回寝るわとかって言っててでまあその時はさみんな誰もそんななんともないみたいなちょっとまたどうせ寝たいだけやろみたいな感覚で多分思われとってでまあ自分もそんな感覚やったからで寝ようと思ったら急になアボズレがなんか近くになんか見てとか言って、窓見たらさオーシャンビューなわけよ海なわけ。まあそれこそ天橋立が目の前にあるんで、まあそうかそう、それはみんな普通は行くんやと思う。そうでなんかあれ、うんボートが走っとったよななんか観覧船遊覧船っていうのなん遊か覧船。遊覧船っていううの、なんか人が乗ってる船が徘徊してんねんけどその船に乗りたいとか言って急に言い出してなあれ乗りたくないみたいな、うんなんかそれをブー太郎と一緒に話してて、とか言ってブー太郎もさ乗りたいとかって言ってのでなんかそのまま2人で、じゃあなんか一緒に行くんかなと思ったら、なんか自分は待っとくみたいな感じで。もう限界やってでなんか2人で行ってのそう。でなんか、それこそ初詣、なんか珍しく初詣して、そっかなんか神社周りもしたのか。神社参りもして、なんか学問系のとこやった。でそこでさ、めっちゃ可愛いね。もう、あるかな見る見せていいんかなこれだって縁起悪いんかなちょっと持ってくるわ。縁起悪くはないんじゃん多分。そう一緒にね、ゆうちゃろうまみんとこう、お参りみたいな感じで行ってきてさ、でそこでおみくじ引いたら、そしたら、可愛くないこれセンス。しかも、じゃん、大吉、これ見せていいか分からないか、まだ見せんとこ。大吉やったんですよ。いいんじゃんこれは別にいいよ分からへん。めっちゃ可愛くないセンス型のおみくじがあって、そうしかも大吉だったんですよ。でも、ほんまは大吉じゃない方がいいとも言うな。まあ大吉は一番上やからな、ね下がっていくだけやけどそうそうそうな中吉とかやったら上がることが上がるからそうみたいなのもあるけどでさ、なんかその天橋立の方に行くため用のなんか遊覧船みたいな。もう自分らはその天橋立にはなんか行くつもりはなくって、ただなんかちょっと船乗りたいみたいな、なんかその餌をやれるみたいなのがあった、カモメに。カモメやったっけ取った分からへんなんか変な鳥なんか鶴みたいなやつ何やったっけ白鳥カッパエビせん。知らん自分乗ってないからカッパエビせんが売ってて、その船の上に乗って、この鳥に餌をあげれるみたいなやつをなんかやれるって言ってて。で、なんかそのマミーは北海道で一回それを経験してるらしくって、で今回もなんかやりたいみたいな感じだったから、自分はずっと写真と動画を撮ったって言うけど、なんていうの、トンビタカどっちなんかあれも寄ってくんねや。なんかさ結構火がついけんのやつなめっちゃ鳥なんかあんなさ、まじまじと見えへんやん。めっちゃキモいね。なんか、ゆうちゃらみたいにこうやってなんかさ、めっちゃなんかこんな顔でさ、これ見てくんねやん。こう、羽パタパタして。で、ずっとなんか同じとこ止まって、こう、なんかカッパ指線待ってんねやん。ほんで、ずっとなんかプロ並みにマミーもこうやってなんか上げてんねやんか。笑いながら、キャッキャキャッキャ言って。キモすぎで、怖いんねんけどとか言いながらなんか楽しくやっとったらさ、急にさ、背後からその、タカみたいなトンビみたいなやつが、パーンって来てさ、危なかったあれ。怖ーってなって、手噛まれたらもう終わりやなって怪我して。まあな確かにそう。カモメもちょっと正直気持ち悪かったけど、なんかみんななんかこうやって、なんかかっぱえびせん目的なこうやって言ってきて、
すごいよな。なんか動画見せてもらったけど、なんか、何やってんのとかって思って。そう怖かったあれ。なんか鳥ってこんなんなんやと思って。なんかちょっと可愛くもあるけど気持ち悪いなと思って。そう、うん、確かに。でなんか手もなんかこんなんなってんのちゃんと。なんか掴めるように。ああ、乗ってる乗ってる。すごいと思ってなんか観察しとったずっと。でさ、そういうのってさ、なんか、よくあるのが、やりながらやからさ、こう自分の上空とか飛んでいったりとかするからさ、鳥って平気でうんこ落とすのよ。で、なんあかうんこ落とされへんかったのかなとかって何気に心の中で思ってて、でもそれどころじゃないからさ、自分は結構もう高熱使って取って、で、うわーとかって思って、最終日に落ちとってん。何その白いのとかって言ったらうんこやんとか言って。全然知らんかった自分はけどじわじわくる。やっぱりうんこ落とされてるわと思って。そうそんなんも一緒にねしていただいて。そう。で、そんなんやってる間に、こっちはこっちで、その時体温計がなくて、熱も測りようもなくて、熱出てる感覚もあったんやけど、まあ、そこまでの高熱ではないやろうと思ってたからさ、まあ、お昼時やったから、おじいちゃんおばあちゃんにこうインスタントラーメン買ってきてたんよ。うんで、なんか、そろそろお腹空いてんなとか言っておばあちゃん言うからさ、わあ、マジかと思って、まあでも、餌あげなあかんなと思って、動物ちゃうだろ。とりあえずさ、しんどいからさ、まあでも、やらなと思って、もうそれもう、意識朦朧の中さ、取りに行ってさ、あ、これやと思ってんで、湯沸かし器あったからさ、湯沸かし器でさ、とりあえずこう、お湯入れて、でも、二必死に人に与えて、そう必死に、死にかけはい、これどうぞとかってね、自分の分もあったんやけど、自分もそんな食べる余裕もないからさ、もう作って速攻、もう水も用意して、もう速攻布団入って、もう、寒ーとかって思いながら寝てさ、歌のうんちじゃないよ。ほんましんど鳩ね、かった。そうね、鳩はまだ可愛くない。なんかでっかいねんだって、トンビとカモメが。でさ、そうなの。そうやって死にながらこう看病ちゃんはお世話してる中さ、知らんからさ、自分とマミーはそこまでしんどいって。ただめんどくさくて来てないだけやと思い込んでるからさ、のんきにさ、電話かけて、見といてとかって部屋から見やん。しんどいとは知らんから、なんかのんきにさ、部屋から見えるかもしれへんから、みたいな感じで、なんか電話入れたら、なんかめっちゃテンション低いねやんか。なんでこんなテンション低いんやろとかって思っとったらな、蓋を開けた体調がもうその頃からおかしくなってきたってね。もう絶頂にしんどくて、で帰ってきた時にはもうマジ死んでて、で、夜ご飯、あれ帰ってきて、帰ってきてな、さっきおあ、風呂。お風呂や。第二そう次、お第風呂。二次お風呂対戦。うん。大変やったよな、お風呂。で、もうゆうちゃろうも寝てんねよ、ずっと。で、なんかうん。そう帰ってきてから熱がやばいって聞いて、うん。熱出てマジでるって。みたいな。でも体温計だから、とりあえず熱っぽいとだけ伝えて、で、あ、私薬持ってるからこれ飲み体温計言って。はなかったっけ、おばあちゃん。夜。あ、夜があれかな。で、薬飲んで、ちょっと30分くらいしたら、ちょっと一瞬楽なったんよ。うんで、楽なった起き上がわとってきたもんな。思って、で、ちょうどそのタイミングで楽になったと思ったんやけど、そのちょっと前ぐらいのタイミングで、ブー太郎がさ、お風呂行くって言っておじいちゃん連れて。てか、そうおばあちゃんがまた珍しく、今日も温泉私入ろうかなって言い出したのが始まりない。アバズレ激怒。もうやめてとか言って、もうあんたもう体洗わんともうお湯浸かるだけにしてなとかな。へえとか言って言いながらさ、言ってた今の。とか言って、ねえもう私無理やでとか言ってな、なんかちょっと小喧嘩じゃないけど、アバズレの一方的なな、そうそうそう罵りというか、もう無理、私もう無理やからとか言って。でなんかそれを聞いちゃったから、おじいちゃんもなんか、もう、なんか大変やで入ろうかなとか言うから、いやいや、いいよいいよとか言って、うん行こう行こうって言って、まあ、結局4人で、それぞれ行ったんですよ。で、その後に、その、自分もちょっと楽になったと思って、とりあえず汗流したいと思って、びっちゃくちゃやったから。うんで、汗流しに行こうと思って行ったからさ。で、行ったらちょうど上がっとってんな。もう上がりきった後、でなその時はもうね、もうすでにブー太郎はもう第二次本当お風呂対戦を、超もうえたところね、やってんな。本当にこの開校の勉強しとけよかったと思うぐらい、もうなんか、まあ、いろんなこう条件が合わさってこの事件になってんけど、シチュエーションがな、まずそもそもいろいろ。もうおじいちゃんは湯船に入る。うん。
で、まあなんかまず洗い場所、まあ一旦ちょっとなんか水でこう洗い流すやん。うん水とかお湯。で、なんかその、洗う用のタオルを、なんかもう置いといたわけよ。まあ人もおらへんし、うんここに使おうと思うとこがあって、端っこで。うんで、それを置いてから、まあ湯船に浸かりに行ったわけ、一緒に。うんで、まあ昨日のあの件もあるから、うんなんかちょっと怖いわけよ、見とかないと。あーはいはいなんかもうおじいちゃんももう足がその不自由系やからさ、そんな、うんしっかりしてないから、ちゃんとこう柱とか持っとかんかったらどんどんなんか流されていくというか。なん流かもされていくっていうことのさ、水圧ないやろ。なんで違う、その理由温が、泉に流されるってそういうことなんちょっと待って。こう座ってたらいいんやけど、最初は座ってんねんけど、やっぱおじいちゃんも気持ちいいから、もう昨日も晩ご飯でも最高じゃんってなってるから、今日も多分その気分を味わいたかったんでしょ。で、こう猫、その一日目もやってたけど、こうさ、全部入りたいんやろな。ああ、なるほど。だけど、その全部入るとこまで行くにはちょっと危ないやん。うんなんか段差になってるよ。分かる階段っぽくなってるとこ。だからこの浅い階段のところでいつも入ってたわけ、おじいちゃんは。危険を伴うから。で、ここに柱があって、そこの隣でいつも寄っとってんけど、やっぱり全身浸かりたい。ってなった時に、こうやっぱおじいちゃんはこうなっていくわけ、だんだん。力抜けてるからちょっと浮くんか。そうそう。あ、なるほどな。で、足の方からだんだんその、浮いてくる。下の方の深い方にさ、流れていくわけよ。もうしたいやん、もうそれ。で、そうなるたびに危ない危ないってこう補助しなあかんわけ。もうカオスやねんけど。ほんまにまあでも、なんうんかすごい気持ちよさそうにしてるから、まあよかったわと思っとってんやん。うんだけど、こう、運悪く、その、撮ってた場所になんかね、結構体、まあそれは別にどうでもいいかな。ある人が座ったわけ。で、その人がさ、もうすぐ洗い終わると思うやん。で、結構長かってん。まだなんかめっちゃ洗うやん、この人みたいなぐらい。で、その間に自分が気を利かせて、なんかもうそろそろ時間がやばいから上がらせとけばよかったんやけど、おじいちゃんも別になんかしんどそうにもしてないし、なんか体温ちょっと低めなんかみたいな、年寄りの人って。なんか多分履いてても、なんかブー太郎ほどは、なんかこう、ブー太郎の方がしんどかったんや。だからちょっとこう、確かに痛覚鈍ってるからな。なんかそれが危なかったんや、逆を返せばだから。なるほど。感覚がないだけで、体がやばかったよね。はいはいはい。で、やっと出てったわと思って場所。ね立ち上がるやん。じゃあもう、もう歩かれへんわけで、なんかおじいちゃんの顔よく見たら、なんかちょっとおかしいんで、ぼーっとして。いや、そういつもやろ。いや違う、なんかもうほんまになんか、目が、なんか朦朧としてるっていう、なんかこういうのじゃなくて、なんか目は開いてんねんけど、なんか一点をずっと見てる。豚怖くなってきてさ、もしかしてこれやばいみたいな。で、なんかもう全然動かへんし、もうなんかやばいこのままじゃってなって、で、なんかもう優しい人が多くて、天の橋立って、声かけてくれて、なんかちょっと手伝いましょうかみたいな。ちょっとごめんなさい、すみません、椅子だけちょっと持ってきてもらっていいですかねって言ってさ、椅子持ってきてくれたのもいいけど、なんかちょっと説明が難しいねんけどさ、この黒い椅子が湯船側やとするやん。でもこの出た瞬間のとこでもうこう止まっちゃったわけ、おじいちゃんが。わかる？停止。だからこの椅子を持ってきてくれたのはいいけどさ、ここに持ってこられへんわけ。このちょうどもうこのまま座っていいよができひんわけよ。湯船やからな、後ろ。そうだから一回回転をしてもらわないとあかんわけ。なるほどな。なんならもうちょっと洗うとこまで本当は歩いてほしいけど、そんなことも言ってられへんからずっとこう、もうこの状態このままちょっとほんまになんか変な発作とか起きるんやなと思って結構焦ってて、で結局なんか無理やりなんとかしてなんかこう持っていけてんけど、なんかちょっと忘れたけどどうやってやったか、もうほんまにもう焦って、でおじいちゃんも座られへんしさ、でなんかもう洗い出したら意外となんか今までのなんかぼーっとしてたのが嘘みたいになんか普通になんか元気なんやんか。でも安心して、よかったと思って、このまま倒られたらさ、もうブー太郎ほんま責任取られへんやん。いや、責任とかってもうないよ、もう。ねえ、もうなんかもう、ほんま一人ちょっと焦ってて。で、もうそっからブー太郎頭洗ってあげたりとかしてさ、で、ちょっと洗いすぎたらな、もういいでとか言われて第2回おせっかい指摘事件。もういいやろとか言われて。結構笑ったんやな。
多分だから自分的にはこれぐらいかなと思ってあなたつもりやったんやけど、なんかちょっと洗いすぎたよな。でまあ事なきを得てなんとか上がるやん。でも上がってからも大変なのよ。何が大変かって言ったらこう着替え。もうおじいちゃんの自分であんまりこう足腰がやっぱ弱いからさ、うん。もうなんかレギンスみたいなの履いてきてたから、うん。浴衣を持ってこればよかったってほんま後悔してんけど、うん。なんかその着替えた後の服で行ってしまってん。あ、だから着替えがまず大変でさ、それもなんかこう、はい、これどうぞ、どうぞみたいな感じで、やってて、なんかおじいちゃんもなんかさ、申し訳なさそうですわけもうごめんなとか言って、なんかもうそんな感じでなんかそう戦いながら、うん。あ、でもよかった、私、ともなんか生きて帰ってくれたことはこんなに幸せなことなんやなと思って、でもほんま結構焦った。このまま、ほんま倒れるんちゃうかなと思って。で、なんかそうこうしてるうちにゆうちゃろが現れて、うん。あ、ゆうちゃろ来たわと思って。あ、なんかでもちょっとゆうちゃろも心配してたからさ、あ、お風呂入りに来たってことはちょっと体調マシになったんかなみたいな感じで思って、で家帰り。自分はこっちの心配をしてたからさ、二人で行ったんかと思って大丈夫かなみたいな。で、自分がお風呂に入りに行こうと思った時ぐらいに、帰ってきたんよ、アバズレとおばあちゃんが。あ先にあ、うん。お風呂から上がって。ほんだらそっからまた怒涛のアバズレのラッシュが始まってさ、もう私、もうこの人お風呂入れるの無理とかでいきなり言い出して、おばあちゃんそこおんのに。で、おばあちゃんはさ、なんのことみたいな感じでさ、私耳遠いから聞こえませんけどみたいなさ感じでさのほほんとしてるわけで、もう私無理この人とか言ってなんかもうとんでもなかったらしくて2日目1日目もとんでもなかったんやけど、2日目も温泉入って行ったらまずなんかもうなんか最終的にもう体洗うだけにしてくれへんみたいな、温泉使わんといてみたいな言ったらしいねおばあちゃんに私も起こされへんからとか言って言ったのに、せっかくここまで来たんやから私も温泉入りたいわとかって言ったらしいねもうほんま無理やってみたいな、大丈夫すぐ上がるからとか言ってその押し問答がありつつももうとかって言いながら入れたらしいで、もうすぐにもう上げさせようとか言って、もうほら、もう時間やで、いや、もうちょっとおるとか言ってな、そのなんか押し問答もありつつ、結局なんか10分ぐらい入ったらしいわ。ほんなら、ちょっと、私立たれへんとかで、始まって、ほら言ったやんとか言って、もうそこでちょっとプチ喧嘩が始まって、いや、私ちょっと力もう入らへんとか言って、もう私無理とかって言って、で、なんかそこでもう後ろから羽交い締め状態にして、青連れが、なんやかんやゴルフとかやってるからさ、まあ足腰、まあ多少なりは、ちょっと筋肉あるかなみたいな、ジムとかも行ったりとかもしてたから、あるかなと思って、ちょっとちょっとだけ自信があって、まあ後ろから羽交い締めにしてこう持ち上げようとして、うんってやった瞬間、持ち上がらなくて自分がこけてしまったらしいね。でさ、もうその滑稽な姿をさ、周りの人が見ててさ、若い女の子がさ、上がったのにまた中に入ってきて、大丈夫ですかって。ほんま優しい人多かったわ、そこ。で、おばあちゃんももう94やからさ、それは無理やん。大丈夫かなちょっと、はめといて。何してんの、きょうちゃん。大丈夫。なんか、それ見てた。怖いわ、ぼーっとして変なとこ見るから怖い。ほんで、なんかその、若い女の子が助けに来てくれたとか言って、で、もうその若い女の子も持ち上げて、やっとこさ、お風呂から引き上げ成功したらしいわ。でも、お風呂から引き上げただけの、ただのマグロの状態やからさ、それをじゃあどうしようみたいな、なって、急いで、車椅子やからさ、ほんまはあかんけどな。そう、ほんまはあかんけど、急いで、その車椅子を中まで持ってって、車椅子に座らせて引き上げたみたいな。ほんでもう、そう大変やって。そう、吹いて服着させて上上がってきて、やっとこさよ。ほんでその愚痴をさ、永遠と喋りながら言っとったんやけど、途中でさ、おばあちゃんが口挟んできてさ、ちょっと、髪の毛乾かしてとかって言われてさと思ってドライヤーそこあるからちょっと髪の毛乾かしてとかって言われてさ
ああとか言ってはいはいとか言ってもうされるすがごいよな、やっぱ美意うん識は。なんかすごい、なんかうん眉毛とかも美意識はすごいうん、貸してとかって。そう私ちょっとペン眉忘れてきたとか言ってなんかなペン忘れてきたからちょっと貸してとか言ってなそう、だからやっぱりこういくつになっても、こう美しさをうこうん意識するっていうのはなんか素晴らしいなと思って。自分にも美しさは厳しいし人にも厳しいそうやな。うんあんたぶっ細工な顔やなとかってすごい言ううん。その眉毛なんなんみたいなベトナムもこなんか言われたもんな、ブサイクとは言われてないけど、なんかメガネかけると雰囲気変わるなって言ってさ。とか言ってブサイクとまでは言われんかったけど、なんか多分そういうこと遠回しに言ってんだろうなと思って。そうそうほんまにうん美意識強いあの人は生まれ持ってそんな感じで。で、まあさ、もう妻がお風呂終わって、で、晩ご飯よ。また大変なのが。で、晩ご飯は今回また懐石。カニもちょっとプチカニと、あとなんかいろんなこう懐石料理が出てきて美味しかったんやけど、クローディアよおー、クローリアちゃん。ありがとう、ナイスバー。今日目あけお、あけです。あそうやねあけ去年なですとか言って。ことよろ。スパチャありがとうね。嬉しいね。自分で言ってるけど、クローリア。そう。で、晩ご飯さ、ゆうちゃんがいらんってなって。ももう食えへんみたいな食えへんそうで、4人で行かなあかんくなって。で、もちろん料理はさ、5人分用意されてるわけよ。あそうやなでキャンセルできんからな聞いたんよ、一応。これ部屋に持って帰ることって可能ですかって言ったら、なんかちょっとそれはお断りしてますって言われて、マジかよってなって。で、もう、すごい量なわけ。うんでもカニも今回も剥かなあかんし、うんでおばあちゃんとかってやっぱそのまあ年代も年代やからお残し許しませんよ的な感覚やからさ、うん俺とはもともとそう残す気はなかったけど、うんもう食べや食べやみたいな、もうこれ余ってるからもうこれも全部食べやお兄ちゃんとかってさ言ってくれんねんけど、さすがの自分のこの大食いでも胃袋に限界来るわけよ。うんでももったいないやん、うん食べなあかんやん。でもひたすらさ、もうこうカニも剥かなあかんやん。もう結構晩ご飯も慌ただしくてあそ大変やった。うでなんか多分そのいろいろエピソードがあるさなかに自分部屋で寝とってほんだら急に扉が開いて誰やろうと思ってもう帰ってきたんやと思ったらアバズレが一人ポツンと立ってて「あんた釜飯食べれるか?」とかって言われてえと思って「ああまあおにぎりとかなんかそれぐらいやったら食べれるかも」とかって言ったら「ああ持って帰ったらあかんって言われてんけどな」とかってちょっと拝借してくるわとか言ってこそっととかってなんかビニール袋スーパーの袋みたいなのさ常に常備してるからそれ持ってってまた降りてってさでああと思ってまた食べ終わってなかったんや絶対真似しないでください子は。そうそうだけどそういう感じでほんまにスーパーの袋にそのまま米が入ってるみたいなさそう持って帰ってきてななんで部屋でそれを食べてでそのタイミングでなおばあちゃんが持ってきてた体温計が見つかってんなうん実はおばあちゃん体温計持ってきててっていう忘れたと思ってたんやけど実はあって最初に着いた時にもう早々に出してたのが見つかって「あ体温計あるかあんた測り」って言われてで測ったらもう38度9分あ熱ですみたいなあもうダメですでそこでもう気持ちもダウンして何かしらの希望を持ってたんやけど、もうそこで一気に数字見てあみたいなもう一気にさ数字見ると、来るやん、あ無理やと思ってこれはもう下がらんわみたいな、でも薬も大量に摂取して、でも晩ご飯も食べずにで結局もう次の日も朝ごはんももう食べられへんから、もういってらっしゃいって感じでそうでまた次の日もバイキングやってさ、でまた恐るどうやったあそろそろ朝は大丈夫やった朝大丈夫やったそうでねやってで夜もゆうちゃろうのとこにもうあれ空気清浄機持ってって、もう反対側になってゆうちゃろうの顔の横に豚の臭い足を持ってきて、そうもうみんなすごいんよもう近づいたらあかんでとか言ってさなんかもうほんまに病原菌扱いで空気清浄機もなんかもうその近くに寄せて自分の近くにもうここで空気清浄してくださいみたいなさ、ほんだらなんかほんまに赤くなっとってんな、ランプがずーっとな、なんかもう金みたいな扱いされて空気清浄機にまで
んでもうなうんもう意識朦朧としてからあんまり自分は記憶ないけど、なんかあった？まあまたそう朝ごはん食べてで帰ってきてで、まあ、お土産買いに行ったりとかしてで帰りのなんかね車はなぜかなんかチームがめっちゃ謎やってマミーゆうちゃろで自分運転でおじいちゃんおばあちゃんが自分が乗せていくそう、車2台で行ったんよ、ゆとり持って。で、なんかさ全然いいねんね全然いいねんけど普通さ絶対さ自分じゃないやんなおじいちゃんおばあちゃんそうそうかな。うんやねんけどなぜか自分がおじいちゃんおばあちゃん乗せてうん。ゆうちゃろうまみーチームで行ってさなんかそうもうブー太郎もさゆうちゃんの車ももちろん乗ってんけどね音楽をかけたかったのに、もう帰り長いやん道のり、なんか全然さなんかならへんねんな、うん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 。でも最悪やねんけどってなってゆうちゃろうが Bluetooth つけてるかもとかかなと思って何回かなんかリセットとかしたからああ、したからはいはい、セットが。それやっても治らんくってもうずっとなんか無音で1時間ぐらい運転しとったんちゃう？そう運転しとってななんかやっとなんかさ止まるたびにちょっとさピーチク動かしてたら突然鳴るようになって、うん。演歌かけてなああ、ちゃんと演歌かけたんや。偉いな。やってでまあ帰ってきて、まあ、解散ってなったんですけどもうブー太郎も実はもうその時からもうなんかもう違和感を感じたんですよ鼻水は出てくるしそうやな。くしゃみも出るし、うん。でも熱測ったら熱なかったよね。熱ないねだからずっとその間は仮病って言って、ゆうちゃらはブーダラのこと。あんたは仮病やから、ちゃんとゆうちゃらの看病しやとかって家ついてんな、そうそうな。言っとってんけど、多分ブーダラ的にも結構来てて、で、なんか、ちょっと一悶着あった事件があってそう、帰りの時に、朝ごはん食べてる帰る当日、朝ごはん食べてる時に、犬預かってもらってたからさ、N に、電話して、何時ぐらいに帰るから、で、お土産もあるから、何時ぐらいに来るみたいな。んだら、なんかこう、まあ、3時ぐらいにそっち行くわって言うから、で、自分たち家着いたの結構割と早かったよな。1時ぐらいに着いてんな。うんだから、あ、まだ来てないわと思って家開けて、瞬間なんか、おやと思って、うんブーと姫がもうすでに部屋に閉じ込められとってそう部屋にな、えと思って、もう来てるやんみたいな。うんってなって、もうその時ブー太郎もさ、結構多分疲れが溜まっとってピークやったんやろな。うんそう言ってたんよ。3時ぐらいに来るからって言って。うんで、その、カニを買ってきてたからさ、お土産に。そうで、これを、まあ、その日に渡さなあかんってなってたのに、おらへん。でも帰ってるってなったらさ、またそこまで届けに行かなあかんっていう頭やから、あんたを信じたブータロがバカやったわとかってなんかすんごいなんか不機嫌に言われて、なんかすごいさ、みたいな、自分のせいなんみたいな、自分そうやって聞いてたから伝えただけやねんけどって思いながらも自分しんどいからさ、自分は疑っとってなんかそう聞いてないのにあまあそうなんか適当に言ったんやろう適当に言ったよななっていう頭でいたから、うん結構言っちゃうたまにあるやんそういう節、うんうんほんま言ってないけど言ったみたいなこと言うから、もう今回も多分そのパターンやったんやなって勝手に決めつけちゃって勝手に不機嫌モードになってそうでも電話してまあ結局取りに来るってなった取りに来て次の日な次の日に来てくれるってなったから、じゃあ冷凍しとくわってなってまあことなき終えてんけどそでもそっからさゆうちゃらはもう閉じこもってううんもう隔離病棟みたいな感じの部屋に閉じこもってうんでブー太郎がなんか適当にこう見繕ったものをこう持ってきてくれるみたいな感じででもブータローもなんかもうおかしいわけ熱がないだけでもう鼻水もすごいしだから鼻うがいとかもしたりとかしてもうこれ以上悪化しませんようにって願いながら、うんなんかもう倦怠感が始まっとってああ体のだるい感じなんかもう何もやる気が起きんみたいうんななんかしんどいみたいなでもう貴重なさ帰ってきてからのこの何もしない休みもなんか体調不良で終わり、うんでほんまはな帰ってきた次の日かな次の日かなんかそうにほんまはトミーといっちゃんと会うっていう新年の挨拶がてらにこうみんなで集まるみたいな話もしとったんやけどもうそれももうとてもじゃないけどもう無理やったから行かれへんってなってキャンセルになってでまた別の日にしようってなってでもその日も結局ダウンしてでもいつかとか言ってもうな仕事ももう始まるけど大丈夫かなとかって思いながらもなんかもう
仕事の1日前ぐらいか2日前ぐらいから急にまた熱が出てきてね、熱出てきたやっとようやくようやく。来たーみたいな。そう。でも2人ともダウンだよな、うん。ずーっとうんわーとか言って言いながらでその間にまあ要はさ2人ともダウンしてるからさ、まあ、ご飯とかも食べられへんし、でまあ道中そのアバズレがその冷凍うどんとか買ってきてくれたり、でまあこう気利かしてなんかこういろいろこう買ってきてくれたり、そう買ってきてくれたんですよ。わざわざ家来てやで。そう危ないのに。めっちゃ買ってきてくれたよな。めっちゼゃ買ってきてくれたリーとかもそうやしさ、薬とかも持ってきてくれて。もう本当に優しいなと思う、ゆうちゃろうマミ。で N もその犬返してくれるタイミングで自分風邪ひいてんねんけどとかって言っとって、でなんかないみたいなこう言ったらなんかそのこんなんじゃない何が欲しいみたいな感じで言われて、うんもうそれはなんか風邪の時に食べたいもんって言ったらなんかあるんちゃうみたいな、自分で考えて買ってきてみたいなこんなレベルじゃないよ。もっとひどい。ほんま上からね、もうそんな人なんかさ、おばあちゃんのことなんか女王様と言ってるけど、ほんま自分のこと王子様と思ってるか知らんけど、もうほんまさ、エミさんも大変やな。わざわざさ、病人のさ、とこに来るのもなんかもうあれやん、大変やん、自分するかもしれんのに。結構距離あるんだ、30分か40めっちゃあ分ぐらいるねん距離かかるな。わざわざ来てくれて、なんかいろいろ買ってきてくれたのに、買ってきたやつも気に入らへんくて、なんかもう、なんでこんな買ってくるみたいな。ようそんなこと言えるなと思うぐらい、なんかもう上から電話とかでも、ああ、ほんまこんな、なんか身近にいる人大事にせんとさ、普通はこっちから頼まなくても来るのが普通やで。言うねやん。なんかまあこれも多分もう二人の関係性があってもちろん、それはは関係性があっての話やから、こんな、まあ初対面でこんなことはせえへんから大丈夫やけど、そうでもそれでもなんかさ、そんなこと冗談で言われてもなんか自分やったら切れそうやのに、N さんも優しいからなんかなんだかんだなんか文句言いつつ、お互いの知り合いながら知り合いなな。がら、で、その日は、なんていうの帰ってきたタイミングで買ってきてくれとって、まあそれもさ、やっぱ1日2日経つとやっぱなくなるやん。うんフルーツとかさ、ヨーグルトとか、あとミルクティーとかも買ってきてくれとったんやけど、で、まあそれもなくなるから、と思って、で、まあ4日ぐらいの日かな、もう、最終日の手前か、最終日やったかな。まあなんかそのほんまにキンキンらへんの時に、もう何にもないし、どうしようみたいな感じの時に、もう、LINE 一つでもさ、よこしてくれるんかなと思ったらないわけよ。もうそれっきりなわけ。もうこれで風邪治るやろみたいな感じでほったらかしやからさ、なんかそれも腹立ってきて、電話かけたんよ。なあとか言って、なんかないみたいな電話して。ほんだらさ、まだ熱出てるみたいな。いや、ブータロンも映ってんねんけど、みたいな。で、なんかもう、このままやったらほんま仕事行かれへんでみたいな、大事な後輩がこうやって寝込んでんねんからなんかあるやろみたいな感じで電話したら、ほんだらまたその日も来てくれてるな。そうやで、マジ。マジかわいそすぎて。そう。ねえ、結局次の日、ゆうちゃろうはなんか自分がその時聞いてたのはなんかちょっと熱がもう36度ぐらいにな、6だったと思ってんねんけど、まあ、なんか7あったらしくって、もう結局自分がもうあかんかったから、そっからもう自分は休んで、ゆうちゃろうはなんか、熱下がったって聞いたけど下がらず行ってたってことやな。あ、そう、だから初日仕事始めの日は、もうブータローが完全にダウンしてるし、自分も病み上がりじゃないけど、まだちょっと完全に治りきってないんやけれども、マスクして、もう2人いきなりボツはさ、ちょっとしんどいから人数的な問題もあって。で、もう動ける人が動こうみたいな感じで自分がとりあえずもう朝行ったんやけど、もう大変やったよね。結構やっぱりあるからさ、熱もまだ、もうやばいみたいな感じだったんやけど、まあ、とりあえずその1日乗り切ればなんとかなると思っておったんやけど、もうなんか10時ぐらいになったらさ、N がさ帰れとかって言ってきてさ、みたいな、いやもうせっかくここまで来たのにもう帰るみたいな、ふざけへんなと思って、いやもうじゃあもういい昼までおるわとかって、いやもう無理もう帰れとかって言われて、でそこでちょっと一瞬押し問答あったんやけど、もういいもう昼までおるわとか、もうこれだけやって帰るわって言って、一応昼までいて、で帰ってくる時に、まあ、ブータロの餌を買って、でこの子たちもさ、もう面倒も見なあかんから、
だからそんなんとかでいろいろ買いながら帰って、まあ午前中だけだから出たって感じだな。でブ太郎の看病しつつ、でまあ次の日はもう完璧にもう何も残りは咳ぐらいかなっていう、熱はだいぶ下がっても目が映ってる。うって感じやって、もうブ太郎完全ダウンしとったから結局4日ぐらい休んでるな。うん。休んだな。な、無理やったな。うんもう今回はもうほんまになんかすっごい倦怠感がすごくて、なんかもう人生の終わりみたいな。そうやな、ほんまそうやな。あ、そうやね、今年ゆうちゃろは和子によると貢いでもらえる年、今年財政なんですわ。だからみんな心に余裕があって金銭的にも余裕がある人は全然いいですよ。何が何の話そう、病院は行ってないですね。なんかもう病院行っても一緒って聞いてたから。あ、でしかもなんか救急がえげつなかったらしくて、めちゃめちゃ流行っとったらしいな。で、なんかもう6時間待ちとかな、なんかこうニュースでとか見とったら、あ、もうこれ行っても無理やなみたいな、しかも薬不足っていうのも話も聞いてたから、だからもう行ってもこれ無理やなみたいな、もうとりあえずカロナールと、もうフルーツと、なんかもう好きなもの食べて飲み物いっぱい飲んでみたいな感じで、もう熱下げとな。そうそうね、なんかもっとなんか優先した人な、そうもういいやんそう、うん。自分らみたいな人が行くより。そう、まだ年代的にもまだ若い世代の方に入るから、部類的には。だから、まあ自分たちよりでもそのカロナールが一番いいって聞いてたからさ、結局、うんいろんな副作用。うん。なんかきついさ、なんかさ、あれやん。なんかもらってきてくれたやつ。ロキソフェミニンみたいなやつ。違う、何やったかな。なんかそロキっち系、ソプロフェンなんか違うかもしれんけど、なんかそっち系のきつい薬を飲むと、なんかこう、危ない副作用もあるって聞いたから、もうカロナールぐらいが一番いいって聞いて、もう全然効かんかったけど。でもほんまいつ終わるんやろと思ったら、なんか熱下がって上がってみたいなうん。感じやってずっと。また夜になったら上がってくるみたいな。そうやったな。うん大変やったな。ボタロもボタロでな。薬何やったかロキソニンは違うかも。嘘ついてるかも。なんかもらったんよね、薬。どっか行った。で、もう結も局う、当分しんどかったね。仕事復帰してからもなんか倦怠感だけは一生抜けんくて。結構きつかった。そうやな。うん。だからもう1月なんかもうあっという間に終わったな。なんかあっという間ってかなんかも一日だけしか行ってないからな。う信じた。その次の日は休みやったもんな。3連休でな。ありがとう、もうしょういちゃん。ありがとう。あ素晴らしい2025年。ありがとうございます。素晴らしいもう、本当に自分たちなんかにありがとうございます。いっぱい。どうぞということで、いただきました。2025。そう。そう、なんかもう始まりは最悪やったけど、まあ最悪からスタートしてるから、まあこれ以上下がることはないやろうちゅうことでな。まあね、そうやといいけど、まあわかんないね、人生。まあ、そんな感じでしたかね。うん。で、やっとなんかもう日に日に、こう仕事復帰もして、徐々にこう生活が戻ってっての、まあ今、あとなんかしたっけ、あと親と会って、そう、延期ってなってて、で、いつにしようみたいな話で、この間やってんの、先週やってんの。そう。アウトレット行って。でそう、なんかその、ブー太郎もうすぐ誕生日やからっていうので、クローディアちゃんが二人見てない、なんか人に、似てる。二人ネタかぶってます、キャラが。お互い一生あげようんじゃない。確かしおりに。ちゃんナイスパーっつったら次、クローディアちゃんナイスパーって言ってありがとう。スパッチありがとうございます。そう。で、誕生日プレゼント買っていただいて。そう、ブー太郎誕生日近いからってそう、言ってな。月1で会ってはいるけど、次は2月のまたね、うん。後半とかわかんないけど、なんかそんなんなりそうなんで、早めになんか買ってくれるって言ってもいいって言ったのにさ、なんか好きなもの何でもいいよとかって言ってくれるわけよ。何が欲しいって言ったら、靴かなとか言ってたからでも言っとってんな、ずっと昔からな、靴とか言ってな。もうだって10年以上履いてる靴もいまだに履いてるぐらいからさ、だから結構なんかそう、なんか、の、靴ないなと思って、うん、意外と。
いや、あんねんけど履かへんのよ。なんかこれはもったいないとか、これは別に今履くべきじゃない。もうこれやったらこれ履くわ、みたいなんでずっと十何年履いて自る。分ないでほんまに靴靴今、ほぼお気に入りのが一足ぐらい。あとなんかもう古いなんかしょうもない靴ばっかりやからさ、ほんまに？あんたの靴はいっぱいあるよけど、あるけどさ、うん自分の靴っていうのがないからあ、。ほんまに？で、そう。あ、あの事件の靴で思い出した。年末にさ、買い物行った時にあんたの靴の底が剥がれた事件。忘れてた。なんか、そう、年末に、その、ルブタンのさ、ところでとかって言ってた時に、その日、ブー太郎が履いてった靴が、ゆうちゃろが昔、なんかアマゾンかなんかで買った靴やって、もうゆうちゃろ履いてなくて、引っ越しの時にもう捨てようと思ってた靴やったんやけど、ブー太郎がそれを見た瞬間に、これめっちゃ綺麗し、まだ履けるやん、みたいな。持ってこうとかって、それっきりずっと履いてなかった靴があるわけ、ブーツみたいな。で、なんか何を思ったかその日、ブー太郎その靴を履いてってんな。なんかわからんけど、なんか、うんそんなことめったにないのに、そう。で、履いてって、で、まあ、ずっと履いてない靴って、やっぱあかんくて、やっぱずっとなんか、ちょっとずつは履いといた方がいいっていうのが改めてこう、思い知らされたというかさ、なんかその日一日終えて、最後晩ご飯、違うわ。買い物しに行ってんな。家のその材料とか、そうスーパーに行った。そう、スーパーに行って、で、なんか普通にこう歩いてたら、急にブー太郎が、あれとか言って、あれとか言って、やばい靴の底が剥がれてきたとかっていきなり言い出して、その靴の、ブーツの下のゴムの部分。ペチャペチャ言うようになってなんか、歩いとったら、なんか子供の靴みたいなのが、なんかパンパンするのなんか変やねんけどってよく見たら、剥がれかけてきてて。そう、靴のゴムの部分が、このぐらいの厚さがあんねんけど、その部分が、後ろからこう剥がれとって、なんかもう歩くたんびにペタンペタンみたいな。そう。しかも片方だけな。そう。で、それを見つけた瞬間、ゆうちゃんはさ、面白くて後ろから踏んでさ、もう全部剥がしてやるみたいな感じでさ、やっとったんやけど、でも、うまいこと切り抜けてんな。ずっとひっついたまんまやってんな。買い物の時。買い物の時はそうやったっけ？うん。買い物の時ずっといけたんよ。うん、で、そのまんま、ひっついた、もうちょっともうチューブラリン状態で、あんまり歩きたくないけどちょっと歩いて、で、ご飯食べようって言って、ご飯屋さんに行く時も、行けたんよ。ギリ。まあ、ご飯屋さんはさ、座って食べるから別に靴歩かへんし。で、最後そこ終わって、歩いて車のとこに戻ろうみたいな時の道路沿いで、剥がれてんの。そうやったっけ？そう。とか言って、取れたとか言って言った瞬間にさ、もう歩くのもさ、こんなんなって歩いてるわけよ。もうなんかちょっとさ、高さのあるから。こんな状態で歩いとって。で、片手にゴム持ちながらさ、取れたとかって言いながらさ、その状態で走ってくるからもうみんなゲラゲラ笑ってな。そう。で、なんかそのままもう、車乗るだけやからもういいやんっつって。って言って、バイバイして車乗って、で、まあなんか若干小腹空いとったんやろな。なんかどうする帰りどっかやるみたいな。でも、てっきりさ、靴、その片方も取れてるからさ、まあテイクアウト系にするもんやと思ってたからさ、だからなんか、どっかマクドかなんかテイクアウトするみたいな感じでやっとったら、なんかどうしようかなみたいな。自分がちょっとアサイーボールも食べたいなみたいな。それもまあテイクアウトにしようと思ってたんやけど、もうなんかどうせここまで来たんやったら中で食べようみたいな急にブー太郎が言い出して、ブー太郎、大丈夫だみたいな。って、その時聞いたんよ。靴大丈夫なんて、忘れてたって言ったんは良かったんやけど、まあいいやって言って、そこでいいんやみたいな。で、そのまま剥がれた靴のまんまこんなんで歩いて、中入ってな、食べてな、帰ってんな。帰った。まあ、意外と人ってそんな見てないからさ。で、その帰りにまだコンビニまで寄ってんな、ブー太郎。その靴で。そう。みんな意外と見てない。まあそう。いやけど、笑ったわ、あれ。そうっていうまあちょっとしたプチ事件もありつつブー太郎のその誕生日も近いっていうことでトミーといっちゃんが何でも買ってくれるっていうことでなそうアウトレット連れてってくれてで垂水のアウトレットっていうのがあるんですけど関西に、垂水っていうかリニューアルしてんの最近神戸マリンピア神戸そうで行こうってなってそこ行ってきました
鋼のブー太郎さん見たかったわとか言って。意外とそういうのもなんか一回開き直ったら平気なタイプやから怖いよな、ブー太郎って。すごい。一回ヨーコクラマンをコスプレした時とかも普通にコンビニにああ、いさ、った。なんか変やねんな。ホッチキス、布をホッチキスで留めたやつで。そう、要は歩いとったよな。すごいよな。そう。確かに確かに。で、そうそう、行ってきて、もういろいろ全部見てな。なんか前まで外やったんやけど、外になんかこう設置されてるようなアウトレットやったけど、なんかもう館、なんかそれこそイオンみたいな感じのアウトレットになっとって、そうやな、全部もう館内に店が連なってるっていう感じになってたな。そこでもなんかもう靴買ってもらって、結構可愛いね。なんか、見るでもそのね、道中もいいよ、持ってきて。道中もあったんやけど、これは、トミーのチャンネルとか動画でも喋ってんねんけど、ここでもまあ改めて喋ると、その、靴を見に行ってて、でまあ、どこに入ろうみたいな、こういろんなこう店に入って、面白かったんが、なんか、どこ入ったかな、なんかいろんな店入りつつ、コーチ入ったんか。で、自分コーチ一足持ってて、靴。で、結構軽くて履きやすいみたいな感じのことを言ってて。可愛くない？黒と白で。ちょっとここが緑な。これさ、ちょっとパールに光ってるの伝わる？わかる？こうちょっとライト加減で、ちょっと緑っぽさとか出てるの伝わるかな、画面越しに。なんかそれが可愛くてさ、なんかちょっと面白いなと思って。一足しかなかったの？そう。これを買っていただきました。ありがとうございます。なんか、合いそうやなと思ってなんでも。あ、バイバイ。ね。そう。で、その道中あったのが、コーチの店で、見てんな、靴をな。そうそうそで、まあ、ちょっとデザイン的にも、ブータロ的にまあ、しっくりこえへんくて、みたいな感じで。ほんならちょっといっちゃんが、なんかポーチ化粧品入れるポーチみたいな、ないんかなみたいな。で、店員さんがおって店員さんに聞いて、で、ポーチはちょっと今置いてないけれども、ポーチになりそうなちっちゃい小物のやつがあるんですけど、どうですかみたいな感じでこう案内されて、で、それ見たりとかして、ああ、そうなん、こんなんか、って言って、で、まあ結局買わずに出ていこうとしたんやけど、その時トミーがさ、たまたまなんかこう、マフラーか手袋か、ニット帽や。ニット帽を見つけたんよ。その店で、高知で。で、これいくらすんねやろうと思って、多分、ふとこう見たんやろうな。ほんだら、とか言ってこんなんが3万もするとかできるよ、でっかい声で言い出してさ、おいおいとか思いながらもさ、めっちゃおもろくてさ、それが、確かにとか思いながらも心の中で。失礼やんな。だけど、バレてないとそういうね、素直な感想が出ちゃうんですよね。いや、もう面白かった、あれは。そう。いや、そらそうと思いながらも。で、もう中華屋さん行ってさ、晩ご飯は。なんかもう大量に頼みすぎてな、小籠包から豚まんから、行ったな。麻婆豆腐から、なんかもう大量に食ったらラーメン、チャーハン、酢豚、ホイコーロー。酢豚は頼んでないんじゃん。酢豚頼まなかったっけ？ホイコーロー、ホイコーローにしたんか。とかもなんか大量に頼んでお腹いっぱいになって、で帰りなんか生シュークリームじゃない、生ドーナツやとかも買って帰ってて、ゴンチャとかも買って帰ってるな。買った。ね。ゴンチャ買った。いう感じで、もうなんかいろいろね、満喫させていただきました。ありがとうね。そう、さとこさんバイバイって言ってくれてる。そう、また来月も見に来てね、コメント見えてたんですけど、拾えなくてごめんなさい。いつもありがとう。今年もよろしく。スパチャくれてたんで、ちょっと特別呼ばせていただきました。はい、クロディアちゃんもありがとうね、スパチャ。そんな感じで、親とも会えましたし、お兄ちゃんとはちょっと会えなかったんですけど、残念ながら。ブータロの兄ちゃんとはな。そう。それ以外はもう、あとはもうゲームです。もうひたすらゲームです。もう、ゆうちゃろうがハマりすぎてて、もう、コンブロっていう、もう、コンブロじゃあ、何やったっけ？なんていうゲームのタイトルかも忘れたわ、もう。
何だっけ、ディアブロ。あ、ディアブロ。っていうゲームがあるんですけど、そちなみに4ね。それがあって、それがななんか2人で一緒にできるゲームってほんまになんかスイッチとかはあるけど、プレステとかってあんまう、なく少ないねんな。て、オンラインが多くてな。そで、一緒にできるゲームとしてブータラが見つけてくれて、で、まあ自分もよくわからへんまんま、まあとりあえずじゃあ一回買ってやってみるみたいな感じで買ってやったからめっちゃハマって、で、そっからなんかもう二人の間の会話がさ、まあ朝、仕事中とかも、コンブロとか言って、まあコンブロって何の略かというと、今晩、ディアブロディアブロするみたいやるみたいな。それを略してコンブロって言うんだけど、な。で、もうやらへんっていう選択はないねん。そこに。もうなんかやるしかないっていう。もしやらへんって帰りにも言ったら、うんコンブロとかってなんだ最初はコンブラから始まんねんけど、ずっと無視とか、うんどうしようかなとかってだんだんコンブロとかってトーンが低くなってくる。コンブロ、コンブロ。最終的には、とか言って、コンブロするやんなとかこの首が苦手なのよ、こしょばくて。そう、こういう首こうやってギュッてするとすごく苦手で、なんか猫みたいな、ギュッてこんなんなって。そう、ほんで、コンブロっていうか、ずーっとやってるな、今な。だからもう仕事帰ってもう時間がこうゆっくりできる時間になった瞬間にもうコンブロやろ。うん。休みの日ももうコンブロ。うん。だからもうひたすらコンブロ。そう。で、休みの日は朝風呂から始まる。そう、だからさ、もう年始始まって体調不良で始まり、あとはもうゲームそうやな、ずっとゲームやな。っていう感じの毎日で、だからもう SNS も全然更新してないやん、自分。うん。そうなんや。もうそんな余裕ないもん。あ、そう。眠いし、もう時あそうだ間あったら。うんあと自分は自分でそうさ、見たいやつもあるからさ、そうやな。ノーノーガールズってもう終わっちゃったんですけど、オーディション自体は。それもさ、もう忙しかったから。そうやな。なんか4000円ぐらい課金して、なんか、課金して、の、そう、フルで見たりとかさ。うん記念日当日は、記念日中に、そう、大事なこと忘れてたよ。自分らタイトルにもしてんのにさ、すっかり忘れてた。11年目迎えました。ちょっと待って、めっちゃ忘れてた。ほんまや。11年目迎えた。今更やろ。ほんまや。ほんまや。なんかしたっけなとかと思いながら、なんかあんま印象なかったけど、11年目やん。11年目そうや、11年迎えましたわ。迎えました。忘れてた。っていうぐらい、うんそんな特別なことはしていない。なんならほんとゲームをしてた。どっかご飯飯食いに行った。行ったな。お気に入りのお高い焼肉屋さん。行ったな、行ったな、行ったな。そうやな。2個食ったな。その前日は前夜祭にハーブ使ってうん。もつ鍋も食べたりとかしてもご飯でお祝いって感じですね、いつもながらの。そうやね。もう2人といえばご飯。そ美味しいご飯。う。だからなんかおそろのもの買ったとか、なんかそういうのは別にないです。そうやな。今のとこ。そうやな。特になんか別になかったな。っていうぐらいナチュラルにうん。 11年目突入って感じで、ありがとうございます、皆さんおめでとうっていう。あれ、ほんまでも、言ってくれたら忘れとったわ。ほんまに忘れてた。うんでもなんか今年、あんまり今月なんか記念日なんかそんな大したあれもないから、多分すっ飛ばしとったわ。ね。そうや、11年目。11年経ちましたね。ねだけど、なんかちまちまなんかちょっとこう、まあ、さっきもそうやけどさ、うん。さっきも言ってくれたけど、なんか選んで間違いなかったとか、なんかちょっとそういうキュンキュンワードをなんかちょこちょこ挟んでくれてる11年目。そうな。何があってもあったから離れへんからなとかさ、なんかさりげない中にこう織り込んでくれるっていう、おうあんたって不思議よなとか、おう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 なんかチラチラなん言ってたかなそう言ってくるとか言って言ってくるやろ。そうでだから言ってたらこの間そうよ、もう妹ちゃんが飛ばに来たでしょ。ほんとすいませんね、先週ほんまや、申し訳ない。金曜日、本当は先週金曜日に生配信する予定だったのにね、もう皆さん楽しみにしてますとかいっぱい来てたのに、裏切ってしまいまして、そう妹ちゃんも、まあ1週間もいなかったのかな、実質。5日間ぐらいかな。なんかその、留年かけたテストがあって、で、それが終わってちょっと一段落しとったんよな。もうやっと終わったみたいな。もうこれでもし受かってなかった、なんかその、なんていうの、その1個でも単位落としたらもう上がられへんぐらい結構厳しいらしくて、大学自体が。でも今ずっとこの1年間単位1個も落としてなかったんやけど、それで最後の、まあ、締めのテストじゃないけど、
それを終えてちょっともう解放みたいな感じでな、今無事に全部受かって進級することができるみたいになったっていうのを今日聞いたけど、なんかそれでようやくな、なんかちょっと開放的になった開放的になってたな、でもうひたすら懐かしいゲームをやってたりとか、うんあとはアニメ見たりとかして過ごしてましたね、おめでとう、また飲み行こうって。飲みに行ったことはなくない？自分らあったっけ？飲ごんだっけ？飯行ったカラオケは行ったよね、一緒にね。カラオケも行ったしご飯も行ってる。ご飯何食べたっけ？ご飯な、焼肉行ったんちゃうかなと思って。で、あれ、そうやったっけ？結構大人数で。あ、そうやった？なんかそんなん行った覚えない？でもあんたの店じゃない？自分の店も行ったよ、もちろん。なんか、お記憶好み行ったんかな。わからん、記憶曖昧。飲んだっけ？飲んだかは忘れた。けど、でも、ほんまに、マジでちょっと、今年はなんかどっかで火作って集まろう。そうや山な、毛まあ、も読んで、クロマジで。ーディアちゃんはそう、うん子供の件とかもあるからな。そう、給油やし、マジでちょっと、まあ、その辺は、そう、まあちょっと都合をつけれたらやけどな。自分たちはな、都合なんぼでもつけようと思ったら、まあつけれることもないけど、つけれへん可能性もちょっとあるけど、まあ、いけそうやったら、そうやね、お金いけそうやったら見て。うん。ありがとう、いつも。そして、ゆめちゃん、ありがとうございます。ケーキ買ってねやって。ありがとう。今日のケーキ代起きました。あ、言っちゃった。言ってないのよな。言わんほうがよかった、あ、ほんまにもう別にいいけど。言っちゃいました。すいません。ありがとうございます。もう、大金をはたいていただいて。言っちゃいましたけど。ゆめちゃんもいつもありがとうね。今年もよろしくお願いします。そう、そんな感じで。ゆうたろうさんすごい痩せたとかって来たけど、多分この服のせいかな。肩幅がすごく広く見えて顔がちっちゃくなる。いや、だけど、あれやね、この人、あ、そうやね。最近また今新たな年新たな挑戦してるんですよ。あ、ついにねちょっと待って、また来た。妹ちゃんおめでとう。ありがとう。私ちょいっちゃん。うん私とかって何のお金って言われるよな。確かになんか買ってあげた方がいいんなんか買ってあげようそんな。うん。でも買ったけどな。だってこの間もさ、なんか、いいや、やっぱり。はい、どうぞ。気にならんねんけどいいそこまで言ったら。そう、ほんで、何の話だ、あ、そうそう、初めて話した。整体をずっと通ってて、いまだに。で、今はもう週1、もうメンテナンス程度に行ってるんやけど、そもそも、その整体を紹介してくれたんってブー太郎やねん。紹介してくれたっていうか、調べて、勧めてくれたってブー太郎やねん。で、その、針をもともとゆうちゃんがやりたいっていうのを聞いて、あ、ここ針もあんでっていうので勧めてくれたところやったんやけど、なぜかそこで姿勢矯正っていうなんかもうほんまに体を使った矯正をやられる羽目になったんやけど、まあ結果的に良かったんよ。で、ある日突然、そのいつもやってくれてる先生が、なんか結構肩とか針とかもあるんやったら、なんか針治療とかもあるから、そっちの方へ一回なんか挟んでもいいかもしれないですねみたいな。あ、そうやん、ここ自分針しに来たやんと思って、忘れてたと思ってっていう話があったんやけど、一回おじゃんになってん、熱で、年始キャンセルして、でつい最近ようやく針をやることになったんやけど、肩に打たんと顔に打ちました。10本。そうで、なんか電気針刺して電気流すみたいな。それが効いてんじゃない？顔もわからん、でも顔がちっちゃくなりましたっては来てないからさ、ただ痩せましたって来てるだけやからさ、もしかしたらわからへん。そう、今この服を見て痩せましたにはならへんから、やっぱ顔見て思う。いやでも絶対そうやと思うで、この肩幅からしたらさ、この体にこの顔っていう風になるんじゃない？そうなのかな、どうやったら痩せるって来てますよ。そしてまたクローディアちゃんがゆめさんナイスパーって言ってくれてありがとうクローディアちゃん。どうやったら痩せる？自分はだから整体で10キロ痩せたから整体行くのもあり、血行が悪かったから、その新陳代謝がすごく悪かったっていうので、新陳代謝を上げる意味で。ありがとうクローディアちゃん。やっこいちゃん大変だこれ。いくら3つチリも積もれば山となるってやったでこれ。痛みはどうだったって。
針うんでも自分が我慢できるぐらいやから多分大半の人は無痛じゃない？自分ちょっとした痛みでもとか言って叫ぶからさ、うん全そう然大丈夫。でそのさ電気を通されるんやけどさ、電気通されたら顔が変形するんよ、電気の強さでそんなんやったっけどみたいなこれが定期的に来るわけよ、ウィーンみたいなずっと。でそれを10分か15分ぐらいでやられててっていう感じもうで。すっきりして見えるって。ほんまにでもさ、これした後ってやっぱ顔むくみたいで、効果が出るのにやっぱ時間ちょっとかかるみたいで。めっちゃ失礼やで。なんかその自分さそのブー太郎もさ、自分がその整体行ってもう2回行ってんねんけど、1回目の時に今日針やってきてんけどさ、顔どうこうやって言ったら、腫れてるとかって言われてさ、みたいな。やっぱ針やん。刺すからやっぱそのやってすぐっていうのはやっぱちょっと膨らむんやで。なんかな。うんで、まあその日は良それかからったんやけど今出てき、たんじゃん、その効果が。そうなのかな。うんで、その2回目行って、で、その時は、その日言わへんかったんよ。うん次の日、仕事中に言ったんよ。そういえば昨日さ、自分、針やってきてんけど、どうみたいな。忘れてた。あんた針しに行ってるやんとかっていきなり言われて、だからもう気づかへんぐらいってことよ。要は。みんなは気づいてるからな、でも。いやでも久しぶりやからな、1ヶ月ぐらい。ブー太郎は言ってない。ブー太郎はやってないよ。私も顔こけてるなと思ったよって。今日のうちのさんの第一印象って。そうなの。聞いてんじゃん。いや、わからんけど。よかったな。聞いてるのか聞いてないのかよくわからへんけど、まあとりあえずまあ、一回顔やってたことあるって言ってる。挑戦してみようかな。安いんよ、整体で針って。なんか安くはないけどさ。 3000円よね。うん。いや、これが普通の美容整形とかでやってもらったら1万円から1万5千円しますって。針も針も。ああ、そうなんだ。うんそんなすんねや。結構すんねんって。へだから、うちでやった方がうん、鍼灸の資格ももちろん持ってるから、結構いいですよ、みたいなんで、まあ、ちょっとお遊びで。どんな顔になってないときいつも。やられてるときどんな顔になってるみたいな。こう、片方だけ上行くねん。って。もう一個これ、顔、歪まへんからみたいな。もう一個は、なんかこう、ほんまに片方、こっちだけなんか。すごいよな。なんていうのそうです動きの、その器用さ。そう。その時自分たちの今流行ってる顔。なんかさ、やってくんねんな、ブー太郎。あんこみたいなな。画面越しだとブータロの気持ち悪さが伝わらへんから。すあごいなんこう顔はブータロの方が似合ってない。なんか違う。なんかどうやってたっけ。なんか違うな。なんか顔がこわばってんのかな。わからん。そう、ほんまなんか。でもこれやってから顔がブサイクになってきて。サイクにはなってないやろうけど、なんかそういう風に見えてくるんやろな。うん。そんな感じですかね。ゆうちゃくさん脱毛はっていう。脱毛は、いよいよ、2月の末に一発目。だから今それ用に準備しようかなーって頭で思い浮かべてるぐらい。そったりはしてない、まだ。何にも。らしいです。うん。なので、まあその話もね、楽しみにしといていただいて。そうね、来月のライブ配信で喋れるか、もしくは再来月の配信になるかなっていう感じかな、経過は。そうですねうん。だからさ、もう盛りだくさんでしょ。だってもうこう話しててもう2時間は経ってますからね。そうか。すごくない？みんなお疲れやね。やっぱさ人の話ばっかり聞かされて。そうやね。だってもうコメント今日ほぼ拾ってないから。ごめんなさい。だから、こっからちょっとプそうやねコメント拾チ質問タイムコメント拾っていこうかやりたいと思います。まあなんか、最近こういう話聞いてほしいとかさ。一個拾っていい？はい。ブー太郎さんの鼻の左のとこ、毛がメガネの後、影かな違ってたらごめんああ、なさい。すごいね。よく気づきましたよく気づきましたね。これ前も言ったことあるっけ？これね、もうなんか後になってる。メガネが合ってないんですよ。これ。合わへんねんな、そのメガネの、かけるところの。これ上にあるわ、メガネ。そう。毎日、もう最近、そのさ、仕事場、このね、前使ってたメガネあるでしょ、養成時メガネ。これもうほんまにもうなんか、ちょっとおかしいよね。もう、なんかわかる。グラスも外れて。踏まれたりとか、そう。なんかもういろいろしてもすっごい角度になってて、もうなんかおかしいのよ、このメガネかけると。なんか視界がおかしくなるから、でもガラスももう汚すぎてもなんか視界がもやかかってるからさ、このメガネもちょっときつくて。で最近もお揃いで買った
記念すべきメガネをずっと使ってるんですけど、もうここが痛くなっちゃって、でコンタクト毎日するのもちょっとしんどいからさってやってたらこれが後できちゃって。もう一個だけエピソード思い出してんけどさ、はいちょっとごめん、質問ちょっと待ってもらっていい？ごめん。もう一個だけ喋らせて。はい年明けに、ゆうちょろこう、おばあちゃんの、介護っていうか、病院連れて行かなあかんってね、あばずれが行かれへん日に、ゆうちょろが代わりに、仕事抜けてやけど、行くっていうのを、今年ももう変わらずやってんねんけど、ある一日、ゆうちょろが、ほんまにその日、行かれへんかったんな、最終的にもう遅くなりすぎて。いきなりおばあちゃん CT 取りたいとかさ、いろいろ言い出して、で、ご飯も食わせなあかんし、なんかいろいろせなあかんってなったらもう仕事間に合わへんくなって、朝からもう出ずっぱりではもう無理やってなって、で、その日、やばそうみたいなLINE をN にしたんよ。で、もちろんブータロにもしとったんやけど、ほんだら急に N から返事がなんか大量に来て、なんか写真、人が担架に載せられてる写真と、なんかそれに付随する文章がダーって来てて、何と思って、何があったんやろうと思ったら、なんかそのトラックのうんちゃんが、そのトラックの後ろ、10トントラックの後ろのその荷台のところから多分後ろに落ちたのかな。ないんじゃないそんな話。よくない？そうかな。落ちたみたいなんよ。で、別にそんな大した怪我ではないんやけど、ちょっと軽く出血してたみたいな話やったんやけど、結果的には。別にその大事には至ってないんやけど、なんかそれで、なんかその、救急車来たみたいな。結構なんか連投で来てて、で、そのうちの一文がすごい気になったのが、なんかその、ブー太郎が、なんか心臓マッサージして人工呼吸したとかマウストゥーマウスしたとか、あともう一個あったんが、なんかその怪我した人がメガネをかけてたらしく、そのメガネがその多分こけた拍子に外れて、そのアスファルトの上に落ちてたみたいで、それを気づかずにブー太郎が踏んで壊したらしくて、で壊したって来てて、ブー太郎が踏んだみたいな。でそれをその次の日仕事行った時に、それほんまだみたいなブー太郎に聞いたら、うっせえでみたいな、ブー太郎何もしないでみたいな。でそれを信じてたんよ。でなんかちょっと時間空けて、なんかよくよく話を聞いてると、ほんまに踏んでたらしくて、ブー太郎のメガネをだからその人の当たっただっていうかこうしたんやろ。違うもともとそもそももう日々行ってて、もうなんかもうぐちゃぐちゃになっちゃって、そこにブータロはその助けに行ってさ、いろいろして会った時に、たまたま後ろに下がった時にメガネにちょっとポツ当たった時そしたら、そのグラスのとこがちょっと剥がれたように感じただけ。もともと剥がれてたのが。マジで？そう。それ5回読むからその話やめといた方がいい。そうなん。いやびっくりしてさ、そんなことするわけないや。みたいな。でもほんまちょっとびっくりして、出血事件で。びっくりした。いきなり。そう。自分おらん時やったからさ、と思って。しかもそんな倒れてる人の眼鏡まで踏んづけて壊したんかとかって思ったらさ、かわいそうとかって思ったけど、マウストゥーマウスで人工呼吸してんやったら、プラマイゼロかそれもしてないし、してないです、それは。してない？はい。5回踏む。質問。おじいちゃん、おばあちゃんはアバズレさんの方ですか？もちろんそうです。アバズレさんの方です。父親の方はもうとっくに死んでいません。人工呼吸してないだからもうマイナスでした。誤解を、プラスなかったです。何もしてません。こけちゃって血が出てちょっと歩けなくなっちゃったっていう事件ですね。でも救急車は本当に来ました。はい。そう、言いようですね。そう。メタルはメガネに当たったのは確かにそうですけど、壊したわけではない。もともと壊れちゃったっていう。ミッキーさんThank you! 何やったっけこれ。February 1? ファースト。どこに書いてる？ February 1st っていうもの、2月1日って。多分分からん。Happy birthday, Brutaro. Thank you. Do you have any plans for tomorrow? 明日の計画はありますか？いくつか。Yes. Tomorrow is Utero family date. Dinner か。そうや。I hope you have a wonderful day with your husband. 私はあなたが素
敵な日を、旦那と過ごす旦ことを那と過ごすことを願ってますけど願ってます。Thank you! Tomorrow, after tomorrow, tomorrow でいいよ。明日。 day after tomorrow か。 day after tomorrow。分からん、多分。is date. ディナーやな。明日は朝風呂やな。違う、あさってデート。明日朝風呂やろ。明日朝風呂とディナーやろ。うん。明後日デートやな。そうそうです。ありがとう、スバッチャ、Thank you です。いつもありがとう。今年もよろしくお願いします。はい。あ、質問。引っ越し動画見たんですが、よくせと一緒。基本の英語は。簡単やったからな。中学レベルの英語やったからな。ちなみに言っとくと。引っ越し動画見たんですが、ゆうちゃんさん、気象って言われてたと思うんですが、部屋の模様替えってしますか？めっちゃしたい。なんやったら壁とかにもガンガン穴打ちつけて、なんかつけたい。けど、今のところ、そこまでの余力がなく、なんかこう、ベッドの位置をなんかこまめにこう変えてるぐらいかな。向き変えたりとかっていうのをしてるぐらい。ほんまはしたい。らしいです。クローディアンちゃんがマジでなんかもう案内人みたいなってる。確かに。管理人参加っていうぐらいありがとう。自分たちの代わりにスパッチャーで感謝をしてくれてる。ありがとう、クローディアち。家族にもよろしく伝えておいてね。この UV のせいで貧血やって言っておいて。それ。最後のプレゼントまだ届いてないんですよ。そうよ。ちょっと1月いっぱい待とうかな、今日か。うん、今日。ちょっと2月入って、ちょっとまた連絡しようかなと思ってます。最後のプレゼント。また来たら紹介しますね。秘密基地か。2月の月1 YouTube ライブか。ちょっと来る日によって、地下で紹介したいと思います。すいません、送ってくれた人。もう一人聞いてくれてるね。まだ届いてないんですよ。せっかく送ってくれてる人いたのにね、ごめんなさいね。ちょっと、様子見です、今。はい。また届いたら、SNS でもお知らせしますね。はい。ということで、他にありますか？なんか皆さんコーナーにしましょう。せっかくみんなと久々に会えたし。そうやな。そう、最後もね、遅れてるんですよ。そう。まあ、ある意味、ちょっと驚かないかなっていう。やっぱりね、みたいな。まあ、すいません。もう謝ることしかできないな、私は。まあ、だけど、これ届くよね、これ届かへんとかいう選択ないよね、さすがに。おそらくな。わからん。そこまでのあれはない。保証はない。まあちょっとまた2月に入ったら連絡します。なんか、そうだね。1月中はちょっと待っとこうかなって自分の中で決めてたんで。はい。そう、マナナのごめんね。明日の誕生日にそう、絶対送ってくれてる人もいるかもしれない。明日多分届かないと思うんだ。どうだろうな。ニューチャルのパーカー目がチカチカするって。マジでちょっと待って、脱ごうか。あ、いいやろ。いや、暑い。暑くなってきた。暑くなってきたこれ結構分厚いね。そう。じゃあ、ブータロンもこれ脱ごうかな。なんでブータロンも脱ぐね。ブータロンも暑いね。実はずっと。まあでも可愛くない。これもそれこそプレゼントでいただいたやつですからね。可愛い部屋着。これちなみにいくらしたか知ってる？いや、聞きたくない。言わなくていい。知らないこともそうやな。あった方がいい知らない方があれやな。36歳になるよってどう気持ちはということで。そうね。なんかでも、36ってなんか30代の中で考えた時にやっぱこうもうアラフォーが見えてきたわけじゃないですか、よりね。ね、自分の中でアラフォーってすごいなんか一つの区切りだと思ってるんですよ。40がアラフォーじゃなくて40歳っていうのはなんかだいぶもうなんか大人。30代ってこうなんか前半と後半でもなんか雰囲気変わるなと思ってて、なんかもう6ってなるとここは40代により近づいたんやなっていう気がしてて、そうだなぁ、なんかびっくり。四捨五入したら40っていう。
今年も40やったよ、もうすでに。まあそうやけどさ、でもなんか、分かる分かる。5の時ってなんか、まなんかまだだ遊び半分やろ。そうなんか分かる分かる。そう足踏み入れたって踏み入れた感じやろ。だけかな。でもなんか6、もうなんかちょっとほんまに突っ込んだな。でもまあ、6か。ギリギリ。7になってきたら、いよいよやばい、変わらんねんなもう人って40近づいてるな。でおうおうも多分これは20代の時も感じてた。同じこと言ってる。あれねうん。そう、でもなんか別に、そうやな。なんかでも、20代の時と違うのは、なんか、こんな精神年齢、このままで大丈夫なんかもっと、それこそ30代になる前も思ってたけど、より40ってなんかもっと大人じゃないといけへんのに、こんな変わってなくていいんかなっていう、ちょっと、恐怖心はある。精神的、問題的にね。なんか、やっぱ周りはさ、こう、なんか、あるやん、30後半はまだいいけど、この、またすごい周りと比べるよな。えなんかその周りはみたいなすごいなんか口癖のようにさ、みんなはもっとこうやのにとかさ、自分はこんなんできるんだなみたいな。なんか、えもうあ精ったよ神的にも、あったよ自分こんなもずっと20代の時は。子供みたいなだけ大どなんか人少ないっていうイメこんなージが。もんなんやみたいな、そのおじさんおばさんとこう会話とかしとってもさ、なんか気づいたらこの年になってたっていうのがだんだん分かってくるやん。で自分も今まさにその年になった時にさ、あこういうこと言ってたんやみたいな。だからといってなんか悩むのは違うなみたいな、今のある時間を楽しもうみたいな感じに振り切ったからさ、そっかそっか。だからブー太郎って結構そこでなんか思いとどまるような、なんかもっとなんかしなあかんのちゃうかとか、でもそれはなんかこんなことできる20代の時のがあったな。なんか今はちょっとこう落ち着いた。落ち着いたっていうか、なんか考えへんようにしてるかも、あえて。ああよそに置いてる感じ。うんあだから抱負は、今年のもう抱負にもつながるけど、とりあえず、あんまないんだよな。大人の男の色気が出始めたって。全然。全然なくないだって。これ3万くらいとかって、これやっぱさ、もういいで。もう聞いたらゾッとするからやめとくわ。やめとき今年も、現状維持っていうワードに逃げちゃうな。とにかくでも、環境もちょっと変わりそうな1年なので、まあいろいろありそうやろな。そう、いろいろなんかちょっと変わりそうなことは待ち構えてるから、なんか、そこにうまいこと馴染んでいきたいかなっていうのと、なんか選択が来た時に、こうまく乗り越えたいなって感じそうやな。ですかね。とりあえず今、あれはもうとりあえずゆうちゃんのその、コンブロを共に楽しむっていうのしか頭にないかもしほれない。んまさ、もったいないって思っちゃった。改めて。何が30代に入ってから。何を今までこう、なんか、悩んでたんやろみたいな。もう今楽しまないと今って帰ってこへんねんなみたいな。それがもうひしひしとさ、毎日日に日になんかこう、募ってそれはくるというか。そうだね。なんか感じひん。今を楽しまないとみたいな。確かに楽しむことだけじゃさ、やっぱり生きていくことって無理やからさ、やっぱそれなりのやっぱこう仕事で何でもこう努力は必要やけど、楽しめる時間ってやっぱ楽しまないとさ、楽しんでるやろ。楽しんでる。いろんなことをそ見たり聞いたり、今度もなサザンのライブ行くねんな、当たってな。そう。いやだから、なんかね、そう。いろいろ思うことはあるんですけど、今日はやめときます。こういうのはちょっとプータローの秘密基地パターンかなっていう。長くなりそう。長くはならへんけど、なんか意味のわからへんことになりそう。自分の中で考えがまとまってないから、なんかダラダラなっちゃいそうやから、秘密基地向きの内容かなっていう。なんか一人で、なんか変なこと悩んでんねんな、みたいな。って感じで共有したいって感理じ。解は確かにしづらいわな。そう、貯金してないですね。できない。無理です。生活見てたら分かるっしょ、だって自分たちの。外食多いし、犬2匹おるし。なんやかんやたまんないですね。なんかそういった面とかで、でもなんかさ、長くなるな。
なんか幸せって何を基準に考えたって思ったらさ、もう今なんですよ。この現状。うんってなった時に、なんかいろいろ後ろめたい気持ちがあるけど、でもね、究極の幸せな状況なんやろうなと思ってて、実は今のこの環境が。うん仕事頑張りすぎると、達成感とか、こう自分の自信にはつながるけど、プライベートがやっぱ犠牲になるよ、何かしら。うんでも今こう、プライベートすごい充実してたら、やっぱりこの、貯金系もそうやし、うんそのキャリアとかさ、そういうのはついてこないじゃん。うんなんかどっちもよし悪しやと思ってる。とかどっちに幸せと感じるかってなったら、昔の若い時の自分っていうのはなんかそんなプライベートより仕事でしょっていうのがあったからあれやけど、今はなんかゆうちゃんと出会って考え方も変わって、なんか今好きなことをしてなんか不自由なく生きてきて、親とかとも一緒に遊びに行けたりとか、こうやって犬とか環境周り、今こうやってみんな見に来てくれてる人もそうやけどさ、もう恵まれすぎてるじゃんってことは、もうこれってなんかすごいことじゃない？なんかまあそこの幸せを今感じてるってこと感じてるって感じ。でも後ろめたいことって今言ってたけど、その後ろめたいっていうのはやっぱり、うんそのゆうちゃろうの親にはすごいお世話になっているから、なんかその返したいってなった時にさ、誕生日来た時とかもそうやけど、なんかもっといつもの感謝のあれをしたいのに、なんかそれこそ自分たちの能力的に言ったらそこまでの額をさ、見合った額のものを、額じゃないからさ、あれやねんけど、なんていうのな、なんかもっとこうさ、じゃあどっかでしてあげたいっていうのがある、してもらってばっかのイメージがあるから。そうね。もうそれをするってなったらもっとさ、仕事頑張んなきゃとかさ、なってくるやん。だからいろいろ難しいんですよ、自分の中で。ね、わからないよね。いろいろ思うことはある。だから、そうそこに。だね。今まですごい満足はしてて、このままでいいねんけど、でもこのままやと、それこそこの見てくれてるみんなにもさ、もし会えた時にさ、なんか恩返ししたいやん。ってなった時にやっぱ財力とか時間って必要になってくるやんか。ある程度の。そう。難しくない？だからめっちゃ仕事バリバリやってたらそんなみんなに会える時間もそれこそ配信もできひんくなっちゃうとかさ。ただでさえこのまだ時間に融通聞く今、融通聞いてないけど、まだなんとか作れる時間はあるやん、自分たちって。でも仕事にのめり込んだらそれもできひんくなるやん。とか。でも、なんか悪く言ったら守りに入ってるし、いろいろなんかこう、ガーってなる。なんか、難しい。なんか負な、マイナスな方に行こうと思えば考えはいけるし、でもどう考えてもやっぱ幸せやな、今は。っていう方に行き着くから、現状維持でいいかなっていう。結論としてはね。に至る。いろいろあるけど、思うことは。難しい。これはちょっと自分の中でしかない。だから、ゆうちゃろはゆうちゃろで、どう思ってる今。もう幸せ。しかない。いや、それはあるよ。みんながこう、乗り越えてきた過去に、なんか二人やからさ、やっぱみんなそれぞれ夫婦やったら、いろんなこう、山あり谷あり、こう、あったわけやん。自分たちもそれはやっぱり例外なくあったわけやんか。その、問題は違いだよね。いろんな。あるけど、結局やっぱそれ以上のものが構築できたから自分たちのは。てか多分今そうやって夫婦やってる人たちって多分みんなそれを構築してるからこそ何があってもまあ一緒にいるわけで、改めてやっぱり話ちょっと変わるけど、結婚、本格的なその結婚はしなくてもやっぱ人と一緒にずっと一緒に添い遂げるっていうのはいいことやなって思ってる自分は。だし今それに対して別に不満とかもさちっちゃい不満とかもちろんあるよ。人と一緒におるし多少の我慢とかもしなあかんし、そんな日頃のそのストレスとかももちろんあるけど、そんなんと比にならへんぐらい自分は今幸せやと思う。それはずっと変わらへん。そうね。そう。だからそこがあるから、そう。でもなんかちょっと、
難しい。いろんな部分にいろんな感情があるって感じ。でもそれを総じてやっぱ幸せでしかないや今。絶対。だから感謝に尽きる。まあでもなんか時期じゃないんやろうなって。なんか嫌でも来るやん。環境の変化とかって、やらなあかん時が来たらなんか無理やりそういう日が来る。まあ今年もある意味そのうちの一つかもしれへんしさ。かもな。そうだからもう今が幸せなだけで十分だなって。十分すぎる。まあ、できる範囲で気持ちでこれからも自分なりに感謝を返していけたらなとは思ってます。だから36歳も全力で幸せを継続できたらなってその思いでしかないから、まあ、気分屋なとこもあるじゃない。もうみんなが知ってると思う。一番ゆうちゃんも知ってると思うし、だって突然配信しだすし、何があるか分からないですが、今年もなんか決めても結局その通りに行くことってないなって。そうやな。急に電池切れるもんね。電池切れるし、だからもうなんかそういうことを言わないように気をつけようって思ってる。お願いしますっていうことをついつい言っちゃうからさ、これから毎週会話しますとか、なんかそういうことをなるべく言わんように気をつけたいなっていうさらにわがままに生きようかなと思ってます。いや、それぐらいが一番いいと思うよ。てかみんなわがままやしさ、みんなあるやん。だから別にそこにな引け目を感じることもなく今まで通りでいいんじゃないと思うけど、傍から見てる自分の意見としてはな、まあ悩めるうちは悩んで、もう悩み尽くして、でどっかでまた悩みが出てきてまたそっちを悩んでみたいなのを繰り返しやん生きるって。本当にそ悩みがずーっと尽きひんやん、う、死ぬまで。どんな些細な悩みでもずーっとあるやん。ある。いいんじゃない、それはそれで。もう本当に思うけど、ここの視聴者さんもさ、優しい人が多いよね。嫁が配信画面見てスプレー多ないって言ってますよっていう、どういうことちょっと待って。この間さ、それこそさ、まだあんねん、映ってないところにこんなんとかも。ちょっと待って。さ、結構袋の消臭、服の消臭とかでさ、リセッシュとかするんやけど、何を思ってるこの間さ、これ消臭スプレーやと思ってさ、もらったやつやん、これ。もらったやつ。マジックリンやのにさ、服にかけちゃったっていう。ほんでなんか泡が服についとって「あ、これ違う!」とか言って言った時にはもう遅かったんな。遅かった。しかもこれあれやろ、一回プシューってしたらしばらく止まらへんやつやろ。そう。あーとか違うとか言って言いながらずーっとプシューってしてるね。恐ろしいや。笑うわ。いやー、だけどさ、もう本当に、まあ今年どんな配信スタイルになるかわからんけど、なんか改めて思ったのは今日も139人見てくれてるけど、もうちょっとさ、もう減るかなとも思ってたわけ。毎週水曜日のクッキングもなくなっちゃったし、ちょっと人数減っちゃうかなとかもなんかちょっと考えてたけど、なんかそんなに変わらず、こういつものメンバーが見に来てくれてる人数かなと思うと、本当にありがとうって思いますね。風太郎の感謝タイムね。頭感謝してないの？いや、自分はだってなんて言ったらいいのかな、感謝っていうか会話してる感じ。みんなと聞いてくれてるわけよ、こんな。まあ確かにな、今日に関してはもう2時間もいつもそうやもんな。ね。よう聞いてるわと思うわ。なんか逆になんかすごいエイリアン的な感じで見てる自分は、みんな。だけどさ、なんか言いたいことわかる。すっごい愛情を感じるし、あれやねんけど、また友達とか、なんかそういうさ、なんか人間とは違う存在にも見えるというか、だから喋れるっていうのもあんのよね。いや、すごい、今日が待ち遠しくて待ち遠しくて。言ってくれるやん。嫁さん目の付けどころナイスパーとかってめっちゃ投げるやん。ありがとう、しょいちゃんも。投げ合いやね。そういうこと大丈夫？もうあんまり無理せん。そうやで、もう、いける範囲でね、ゆうちゃろうに煽られたからって。そう、心と財に余裕がある人だけ。
なんか人間ちゃうって言ったら失礼かもしれんけど、なんやろうな、なんかすごいいい距離感やからこそ、ブー太郎の性格上喋りやすいんよ、こういう。うんあの、対生身やと仲良くなりす経ぎると験するんよ。あれやろ、遠慮というか、その相手に気使っちゃうやろ、ブー太郎って。っていうか、なんか喋れなくなっちゃうんよね。うんで、なんかそれこそ秘密基地が更新できんくなった理由もやっぱり見られているっていう。だからきっかけはあるんよな、そのでもさ、うんもうずっと言えばさ、もう見られる仕事やん。これ YouTube なんか全国の人が見てるわけやん。まあまあまあそっちの方が普通に考えたら恥ずかしいことをしてるのに、そっちは平気で、今までのその過去の知り合いが見てると思った瞬間、その数人やのに、その人が聞いてると思っただけで、なんかちょっと、なんか話しづらくなったって怖くない？いやまあまあでも普通なんじゃない、それ普通あるんじゃない。なんかそう思ったら、なんかみんなってなんか、妖精それこそ妖精おじさんなんか不思議なんかわからへん。見たことある？顔も見えへん見ず知らずの人やからっていう感じなんじゃない。でも顔見たことある人もおるわけなんだけど。まあでもだって来てくれた人歴はないわけやんか、その人と友達やったっていう過去はないからさ、昔のブー太郎を知ってはないわけやんか、まあね配信上の昔のブー太郎は知っててもさ。だからなんかさ、唯一無二の存在やなと思う。みんなのことは。だから、そちょっと待って、最近はインスタライブのアーカイブ見返してたんだけど、はいブー太郎くんあの時は全然太ってないって思ってたけど、現う。やばいよ比べるな。と丸わかるわかる。々してて可愛い時は流れてる。そうだねほんまに自分もたまにさ、その出てくる時があんねんけど、ゾッとするもんな。めっちゃ、なんかあの時さ、みんなさ、麻痺っててさ、デブブー太郎に見慣れすぎてさ、うんそんな言うほど太ってませんよとか言ってくれとってんけど、やっぱり今見返すとパンパンやもん。もうパンパン。そら10キロ以上違ったらそら、今もちょっと太ってきてるんですけど、いやその時に比べたら全然よ。マジでそう。すごいよな。でも嬉しい。みんなめっちゃわかるって言ってくれてる。なんかわかる？なんかその感覚になっちゃって、で、そのさ、前の友達が見てるから嫌とかでもないね。なんかそういうことじゃなくて、なんか自分の中で何かが変わっちゃったよな。この、見られてるっていう意識で。ね、なんかいろいろ思い出したってこともある。なんかこの、今やってることへの、なんかその過去の人への罪悪感も残ってるからさ、その人を考えずにある意味、良くも悪くも喋ってたんやなと思ったら、なんか怖くもなってきて、なんかもう人間関係を切ったからこそ、なんか割り切って言えてた。だけどなんかちょっとこう、またつながりが戻ってきた瞬間に、なんか無責任になんかいろいろ自由になんか喋られへんくなっちゃったみたいな。なんか変なものが入ってて、まあ多分でもこれもこんなこと言っちゃったけど、また数ヶ月後に開き直り始めて、また結局話してるやんみたいな自分も出てくるのも想像つくねんけど、そう。だからもうね、難しいなと思って自分って。まあ結構めんどくさい。なあ。傍から見てるとめんどくさい。めんどくさいよね。でもこういう話ってあんまり自分とはせえへんから、ブー太郎も分かってて、ゆうちゃろにこんなこと言ってもなみたいなのもあるし、自分も自分でめんどくさってこうやって思うのも出てるから、ブー太郎自身は基本こういう配信でしかこういう話をせえへんから、普段はあんまりそういうの感じさせへんけど、まあ一回この唇を切ったら、ずーっとなんか多分考えがまとまって何かしてたらダラダラーってなんかなるような。ああ、そうね。そうだからなんかいつまでも一緒なんや、ずーっとそれなんやろうなみたいな。まあそんな感じですね。そうやね、繊細開き直れるといいねって。開き直る自分もおんねんけどね。でも何かがストッパー、あとはまあ時間がないっていうのもあんねんけど、単純に。もうコンプロしだしてるし。まあまあまあ。もうだってゲームとかすごいねんで言うちゃろ。もう深夜なのも平気。寝不足になりながらでももうずっとコンプロやもんなって口開いたら。もうその代わり昼休憩を寝てる。ブタも眠いもんも意識を失ってる。気づいたら。まあだけど、やっぱさ、この時間が何より一番大事やし、大事にしてほしいって多分こう見てるファンの人もまあ、8割9割なんかなっていう、1、2割はもっとさ、更新してよっていう人もおるんやろうなとは思うけど。まあ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 。
まあマイペースに今年もやらせていただきたいと思います。そうだね、一番それが自分たちにとって理想じゃないけど、いつあんやろな動画。な。だってあの動画もまだやろ、健康診断の動画。そうやでもそれもさ、もう時期過ぎたやん。うん。でも見たいんかなみんな。なんかもう自分の中でやっぱさ、もういらんのかなと思っちゃうわけよ。それは見たい人からしたら見たいやろ。見たいんあんたはそれは自分が撮った側で編集する側やからさ、もうええやろとかって思うけど、みんなそれすらも何のことかも分からへんからさ。それこそさ、その報告ってしたんやったっけ？したけど内容は言ってない。はい、内容動画で一回も言ってない動画ですぐ上がるんで、またお楽しみにとか言って。一生上がらへんやろ。YouTube にプチドッキリしました。これだけ言っときますとかって、去年の年末ぐらいに言っといて、一向に上がらへん。年末の年明けても上がらへん。そうやんね。うん。そう、花火大会の動画もそうやん。そう。だから大体もう動画撮るとかってなった時は、大体2年後ぐらいの年数を言う。今2025年やったら、まあ2027年の1月でとか言ってまあこの動画上がるの多分2年後やろうとか言って。で自分の歌もそうやしな、オリジナル。そうや、去年聞けへんかったしな。なんかどうしても聞かせ、なんか、パンドラの箱すぎて、だってマジで冷や汗かいたんやね、自分の映像とあの歌聞いて。いい汗じゃなくて気持ち悪い汗な。ああ、そマジでキャッチ・ザ・ドリームが人気やねんな。みんなバカにして好きな曲って感じ。う。あ、そうなの。みんな、絶対口ずさんでくれる。あ、ブー太郎くんの誕生日までカウントしませんかって。25分。あと何分や。あと23分かな。そうですね、じゃあ、せっかく。もうあと23分で 36？ 6。うわぁ。年いきますなぁ。うん、出会った時いくつや？ 24？ 4とかやなあじゃない？ 24やもんな。うんで、25になる、切り替わる時やもんな。うんそうやんな。24で出会って、3ヶ月経たんうちに25になったから。その時じゃあ自分23か。かな。そうや。いや、びっくりじゃない？すごいなでもさ、そう、なんかそれもなんかたまに考えてて、まあ10年うん。経ったんや。うん。なんかそれよりも、なんかその20年うん。経った時、自分たち変わってない。 40何歳やん。変わってない。変わってないかな。変わってない。変わってないって。変わらへんねんって。でもさ、おじさんになったさすがにさなって感じるのって、体力とか、そういう衰え、記憶力とか、今までこれできてたのにできひんかったっていうことが、年々増えていくごとに、体は衰えるけど中身変わらへんねんって。自分だってまだずっと小学生のまんまやもん。自分小学生ではないわ。さすがにやろ。さすがに。うん。だからそういう面では精神的に生まれ持ってずっと大人なんよ。だけど自分はその精神的に幼すぎるところがずっと変わらへん。何にも変わらへん。確かにさ、自分も小学生じゃないとは言ったけど、うんなんかゆうちゃんってマジでさ、みんなが思ってるほどよりも変やねんやん。どういうこと？そなんかお笑いにマジ特化してんねんな。まあ、もうみんなそれは気づいてると思うけど、う？いや、そんなことはないス。テップとか踊らしてくんねや。で、それはまたブータロンもやるねん。そうやね。ブータロもついてくるね、そういうところ。すごいよな。ただ足をさ、うん。なんかまあ言ったらさ、流行ってんのがもう最近ナマズ顔とこのステップやねんけど、これ椅子で見えへんのんちゃう？ただこの動きあるやん、反復横跳びのなんかちょっと幅狭いみたいな、なんかそれをなんかあんたこれできるとか言ってさっきのこんなんやってなんかブーさんもなんか真似してさ、ちょっとアレンジしてこう肩入れてみたりとかしてやっとったらさ、あうまくなってきたな、でもあんたもっと足を蹴らなあかんとか言ってさなんかもっとこんなんして2人でさ、なんかわけわからなくない？30何歳がさ、普通でわからんしてんのかなみんな。なんかおかしくない？なんか自分が10代に思った36歳はこういうことはしない。いや、だからうん、表上ではやってないよ、みんなそりゃ。人前やからってみんなやいう、ってんのかななんていうのあるやん。表でやっていいこととあかんことみたいな。言っていいことあかんことみたいな。だからそういうのをわきまえてる人が大半よ、世の中っていうのは。うんだけど自分たちって一緒の職場やし、
同じ空間に24時間もほぼ一緒やから、まあもちろん人前はさ避けるやろ割といやあんまり見られてないような変なスイッチ入ってたら別にまあ人が見るようやるけどがやってるよな。うん、そういうところは確かに変やわ。自分やらへんやん。うん人がほんまに見てない時にしかやらへんやん。だから案外いや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 、そう内容によってはやるよ。ほんまにエスカレーター乗っとったらもう人目もあれはだって人じゃないやん。人じゃないやんっていうか、なんていうの唯一無二じゃなくて、絶輪じゃなくて、なんていうの一期一会。あ、一期一会。そうあーそうそうそう。それやから別にあんまり人と感じるあれはないけど、どんな大人になってんやろね。どんな大人っていうかもう十分大人なんで、ごめんやけど、もう30も過ぎてもうしっかり大人なんですわ。やることは確かにさ、高度にはなっていくよ。若い時に比べると。社会に生きていく上ではさ、やらなあかんことっていうのも必ずあるし、そういうのをやっぱこなしていく上で、賢くなってる部分はあるけれど、遊びの部分よな。要は、心の中というか、は、やっぱずっと一緒やで。そうなんだ。それは変わらんと思う。もう、いきなりだってさ、40になって変わるって、なんか違うような気するから、うん。絶対変わらんと思うで。もうちの最後トミー見せたらおかしいもんな。いつまでもこんなんやってるもんな、今でも。トミー見ておかしいって別に。こんなんしてる。昔からそうなの？でも、なんかそんなイメージないけどな、昔は。昔の方がまだ大人っぽかったな。まあ、あんま会う機会なかったし、だから出張が多かったから。だけどなんか酔っ結構払ってくるとなんか変な歌歌ったりするのは昔から。じゃんじゃっじゃん。なんで電気ついてんの？今電気ついてなかったよ。ついてた。でもさっきちょっと違和感に気づいとってんや。それ。怖いねんけど。ちょっとコメント教えて。電気ついてたよな、今。怖ない。ドライブタイム。なんで電気ついた？思っとってんさ、この前も一回使うかった。そういう。分からへん、自分今気づいた。なんかおかしいなと思ったけど、なんかつくこと、ついてたよな。これさ、人感センサーやねんけど、怖いねんけど。誰かおる？玄関鍵閉めとこ犯人入っとったら、生き地獄やで。なんかあったやめときもうそれ。殺人事件起きる。怖いねんけど。いや、ブーと姫がもし向こう扉開いててと思ってんけどさ、ブーも姫もここにおるからさ、なんでなのかな。やっぱついたよな。ついてたって。ちょっと怖いよね。怖ない。さっきもついてなかった。しかもなんか何分か前。あの時にもさ、なんか変やなって思ったけど、なんかそれも、まあいっかってなったけど、そうやんな、やっぱり。てかありがとう、クローディアちゃんまた。しかも額が増えてる。いい。よっこいしょいちゃん。ありがとう、そういうこと。ついでに少し早めにブー太郎誕生日おめでとうございます。最後に2人の配信画面を背に新しく生まれた。いやー、生まれたんや、赤子と。スリーショットを撮影させていただきました。ブー太郎に送りましたので、後ほどありがとう、また見とくね。それでは皆さんおやすみなさい。あ、やっぱおり。やすみ、ほんと長い時間ありがとう、忙しいのに。そしてスパチャもたくさんありがとうね。今年もよろしく。またどっかで会えたら。おめでとう。赤子。すごいな。3人目や。もう電気が気になってしゃあないんやろ。怖いなと思って。心霊や心霊。誰か会いに来たのかな。うちのセンサーの電気も勝手につくよやって。あ、なんかそれで一安心。ほんと？なんか誤作動かな。怖っ。でもちょっとお化けはいつか見てみたいなっていう自分もいるわけよ。あ、そう。会ってみたいみたいな。思うから。あ、言うてる間にあと16分でブー太郎の誕生日ですわ。そうですね。そう、ちょっと自分も思った。一瞬さ、N サプライズで来たんかなみたいな。明日誕生日やから。あ、確かに。で、今夜ろ。配信やってるから。そうやな。ああ、そうかな。赤ちゃんパワーか。確かに。お前やな。
なんかお知らせフラッシュ、してんのかな。写真の時のフラッシュ。いやー、まあだけど、そうですね、そんな感じで、まあ、皆さんも今年も本当によろしくお願いします。あと十何分、なんか質問とか、お悩み相談とか、エピソードとかあれば、もう大体自分らは話し終わったよな。なんか忘れてることもあるやろうけど、鍵閉めた今。今更やろこれで犯人入ってきとったらもう一気地獄やね。確かに。開けようと、あ、鍵閉まってるとか言って後ろにとか。そうか、いろいろありましたな。でも11年やもんな。ごめん。節目はもう、節目でもないけど、まあ、再ス10タートって感じやな。年。うん、そうやろ。だから、なんか、どうなるまあでもなんかほんまにすごいなとかって思ったってさ、フューチャロファミリーとかもだってもう10年経つわけやろ出会って。でうん。妹とかも初めて出会った時小学生やったからあ、そうなん。ギリギリな。あ、そそうなんかすごい歴史やなと思って。う。確かに。うん、もうだって、ガキ埋めるもんな。そうやね。妹のそうやね。恐ろしいな。不思議そうよ。考えたら。ゆうちゃくんからのおめでとう中は日が変わってからする？そうしましょうかね。あ、年輪の話聞いて食べました。年輪美味しかった。年輪や美味しい。あ、大根何すか？あ、大根、そうそうそう。この間その、トミーといっちゃんとこ行った時に、その、菜園、内園、なんていう菜園、ちょっとした畑みたいな、あって、そこで大根作っててな。で、それちょうどもう、頃合いって言って、みんなで抜いて、で、もうちょっとの。そう作れるとか言って、うん1本3万円って言われたけど高っと思ってでも早速、味噌汁に入れて、うまかったの、普通にな。なんか、違うかったの食感とか。そうね、あんまりすりおろしをおすすめせえへんとは言われたんやけど、次の日バタ焼きになってな、で大根使うってなって、どんなもんかなと思って、まあ、ちょっと一回ちょっとすりおろしてやってみようみたいな。すりおろしても全然辛くないし、普通に甘かった。辛くなかったね。の全然辛くない。そう。うん、美味しかった。そうなんですよ。どんなゲームなの？戦う系？そうやね。戦う系で、戦う人にいろんなこうスキルがあって、まあ、わかりやすく言うと、まあ、スパイダーマンみたいに糸出して空飛べたりとか、魔法使えたりとか、もう怪力でゴリゴリの近接攻撃とか、忍者みたいな、シュンみたいなとか、いろんなキャラが使えて、で、まあ基本的にオープンワールドなんだよね。なんか自由に動き回れる。動き回れるみたいな。で、その中で出てくる敵を倒していくみたいな。まあ、海外のゲームそうそうそう。なんやけど、それを今ひたすらずっとやってるって感じかな。そう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 。なんかダンジョンとかあったりとか、なんか武器を強くしたりとか、なんかスキルを、キャラを育てていくゲームかな、どっちかっていうと敵を倒して。そうやね。簡単に言ったら。まあ、いつかな、1日だけでも配信してみても面白いかもしれないけど。あれは配信向きではないよな。そう。喋られへんくなる。喋れるか。まあまあまあ、そうやね。さらに仲良しなったなってそう見えるんかな。コンブロのおかげかな。今夜はエピエピかな。今夜はコンブロです。マジでもうコンブロオンリー。ずっと言ってますけど、ずっとコンブロです。3万大根いけるっしょ。大根抜いたの初めて。自分抜いたことな。あれが初めて大根抜いた。確かに。でもさつまいもとかそんなんしか抜いたことない。二股大根にならなかったですかって。二股大根って何？なんか2つに割れてる。ならなかったね。トミー農園の大根を味噌汁にしたらそう美味しかったです。ブーちゃんの可愛いお汁映ってるし。もうブーちゃんがもうね、甘えん坊さんで、ずっと言ってるけど。そう、産地直送だから、そう、みずみずしかった。確かに。会社の畑で作った大根、いつも二股三股がたくさん。そうなんだ。
そんなんはなかったね。うんなんかとのうん。ただその大きさに大小はあったけど。ピーピーいつやるの？なんか最近もなんかあんまそういうムードないよな。もうゲームって感じだもんな。ムードはないこともないんやけど、なんかタイミングがそうない。いう話が聞きたいってなってんやったら、そういう系の話で一個あるのは、あれいつやったかな、妹泊まりに来とった時やったんかな、なんか、あ、そうやな、妹泊まりに来とった時やな、部屋でさ、なんかその有料課金みたいな、うんなんかあ課ノノがある金してそうそうそううん見とった時あったやんか、あの時さ自分の部屋で見とったやんか、見てた。リビング妹占拠してるから、でその時にまあもちろん小室とかやって、まあその時は自分の部屋でしかできひんかったから、その日もやったもんな。そう小室しようって夜な夜な妹との時間が終わって、やってんけど、でもそのブータローが見てたのが結構時間長かったやんな。で、その間自分ちょっと寝るわとかで2時間ぐらい仮眠取って、で、なんかブータローもブータローでなんかそのまま自分の背中を枕代わりにしてな、ダラーンってそうそうなんかもうほんまそんな感じになってるな。っそう。ていうぐらいかな。なんかちょっと、イチャイチャっていうイチャイチャではないけど、そうね。うん。まあ、時が来たらって感じかな。なんかもう今眠たいし、そうやな。もうだってゲームしてたらもうそんな体力ないもん。まあな、それはそう。でもなんか別にそんななんか、エッチせえへんからなんかすごいそっけないとかっていう感じではないよな、分からへんだよその普段のみんなのその夫婦生活、そのレッスンのところのそのみんなのその普段がよく分からへんけど、まあ自分的には別にそんななんかこうつかず離れずじゃないけど、ひっつく時はまあひっついてなんかこううだうだやってるし、だからといってひっついたからといってなんか煙たいとかそんなんは一切ないし、自分はやで、ブタロは知らんで。なんかそんな感じじゃない、別になんかそこに嫌な気持ちがあるとかはないし。そうそうそう。って感じかな。上からもなんかちょっと落ち着いたかな。一時のなんか、イチャ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 っていう年いやと思うねんけどな。だから若い時に、だから童貞捨てるの早い人って、もう中学高校とかでも終わってる人って、もう結構早いって言われてるよな、割と。で、遅咲きの人が結構遅いって言われてるよな。そうなの。その世論調査的な感じなのではな。わからんで、それは。やけど、一応世論的にはなんかそんな感じには聞く。そうだね。脱毛前に記念に。脱毛前。確かに。でもさ、今その脱毛で思い出したけどさ、マジでチンゲどうしようと思って。どういうこと？残す残さへん問題。残さへんのじゃないって思っててんけどさ、なんか残さへん方は残さへん方でさ、なんかそのお風呂とか行った時に恥ずかしいんかなとか思って。大丈夫やで、別に。結構なんかそういう話をなんか最近耳にするようになってさ、その脱毛関係の動画とか見ると。だってあんまお風呂行かへんよ。けどさ、割と年一とかで行くやん。泊まりに行ったりとか。そんなんどうでもいいやん。それこそ一期一会やん。とか、あと、コンペとかでもお風呂入るやん。もあるから、なんかもうどうしようって、結構お風呂入るタイミングってなんかちょっと増えたなと思ってさ。まあ、どうなるな。そう。だけど、残しとったら残しとったでさ、最後。だって、介護が大変やからっていう理由になった時に大変やん。そそうやろだけど今、だから、それで今のこの羞恥心を捨ててやる方が当初の自分の望みでもあるからさ、そっちにしようかな。なんかちょっと一瞬ぐらついた。なるほどね。まあ、でも、値段変わらへんやろ。どっちにしても。変わらん。何回っていうやつやから、まあ、ゆっくり考えたらいいんじゃない？まあな。おじいちゃんびっくりするよねって確かに。何パパなんか言ってた？場所があればナスも挑戦かなかな。そう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 。かゆい目が。あと5分です。
ごめんなさい、皆さん。なんかカウントダウンするって誰もカウントダウンしてないんだけど、ちょっと待って、言った本人ぐらいカウントダウンしてよ。あ、してるんかないや、してないな。全然カウントダウンの数字が見えへん。あと5分。ね。大丈夫、皆さん。もう早く終われよって思ってない。あと5分でブータロのバースデー。嫌やなぁ。嫌やなぁじゃないか。もうすごいことやんな。こんなみんな集まってお祝いしてくれるって。意外とだってこのタイミングってなかったから。今まで。配信、なんか外しとったよな。な。当日やって次の日2日とかじゃないかな。うんだってほんまのだってこう誕生日やからね、今から。そうやな、確かに。迫ってるよな。これは多分過去はないと思うねんけどな。忘れてるだけでありましたよとかって来たら怖いねんけど。ゲーム配信時代忘れてんじゃんとかあんのかなとか言って。でも、したって。したよえはい、物忘れでーす。申し訳ございません。物忘れでーす。このほんまのリアル誕生日うん後日とか、ああいうのじゃなくて。もう怖いな。あなたの記憶力。まだまだ見てたいよって言ってくれてる。帰りの電車で爆睡したから今夜は眠くないって。素晴らしい。すごくない？電車で寝た後もブータの眠たかったな。やばい薬もやばい。そうなの？出てきた。出た。ワクワクしてくれねって。ムラムラじゃないよって。してた？覚えてない。見返したらってなるかな。36歳も楽しみますね。ありがとうございます。お祝いできるの嬉しい。ありがとうございます。ナイキの靴にそう名前書くとか言われて絶対嫌じゃない白いし。確かに目立つよな。したことあったかな？私の記憶にはないなって。わからへん。あったかな？なんかチカチカで。あと3分。どうしよう。なぜかドキドキしてきたよって。あと3分。あと3分でもブー太郎がまた一つ年を取ってしまおう。じいちゃんになっちゃう。おじいちゃんは言い過ぎだよ。また一つおじいちゃんに、また一つ離れてしまう。バイバイ。バイバイ。置いていくわ。バイバイ。自分34やろ、今。そ34やったっけ、今。う。うん。あ、34か。あ そう、5か。 ?34。あ、4やな、今。4やな。次行こ4やけど、ブー太郎が一ついっちゃうねんな。う。そう。6に。なんかそれで思い出した。になっちゃうね。なんかさ、何やったっけ？なんとか大作会、宿命大作会みたいな。なんかあれをさ、調べれるようになっちゃって、ブー太郎。なんか調べたら、ゆうちゃろはもう幼少期に終わっててんやん。幼少期。幼少期っていうか、8歳ぐらいからなんかこう。16から27ぐらいまでやったと思う。いや、違う。8歳から16とか。あ、そうやったっけ？ 10代で終わってて、ほんまに。もう終わってんのに、ブー太郎は5、60代ぐらいに来んのよ。あ、50から60やったな、確か。なんかそんなんに来んねんか。で、なんかそれをなんか言ってたら、なんかその、ゆうちゃろマミーとかに話したらしくって、なんか結局全員のやつ調べさせられて、占い師でもなんでもないのに。ブー太郎に全部送ってさ、生年月日とどこで生まれたとか、なんかそんなん送って調べてとか言うんだ。途中でブー太郎もさ、自分占い師じゃないんやけどとかってな来てな。しかもその時自分めっちゃなんか忙しい時やって。そう、見とって、ノーノーガールズかなんか見とってんな。のに、すっごい、なんか今そういうところじゃないねんけど、そう、人の宿命大作から調べとって聞かれてるから調べて。けど、あと1分あと1分ほなもうそろそろケーキ用意しましょうか。はいはいラサと用意してこい。はいあと1分いやー恐ろしい。で、そう、ゆうちゃろうマミーとお父ちゃんはもうなんか100何歳からやってそうやもうその時おらんわ言うとってんの。で妹がなったでも。なった何が00まだやったんこれパソコンの方で12時になってるからさっきもなったと思って一人勝手やったんだけど。そういうことまだなってなかったちょっと待って、一人でアホみたいな。そうで、何やったかな。妹はなんか自分に似てた、確か。そうやな。なったありがとう皆さん Thank you すごいおめでとうコールがいっぱい見えます。
嬉しいな。これも残るんでしょ。だってアーカイブで人そ生36歳みんなに祝ってもらったっていう思い出がこうして一緒に作ることができました。ありがとうございます。本当はホールケーキが良かったけれども、お互い好きなものが食べれるという理由でまちまちにしました。であんま傾けるとイチゴが倒れるんでね、はい。ちょっとあんま傾けれませんが。ありがとう。もうたくさんのおめでとう見えてます。もう一人一人名前呼びたいぐらい。ありがとうございます。どうぞ好きな選んでください。嬉しい。サチやれとか来てる。なんかすごいすごい事態のハッピーバースデーもあるし、素敵な一年になりますようにとかも来てる。ありがとうございます。12時になったよって教えてくれてる人、あ、もうなんか、すいません、なんかスパチャせがんでる人みたいですよね。ゆめさんも2回目ありがとう。36歳も幸せに生きたいと思います。Thank you です。大金ありがとう。ちょっと抹茶さん、それはダメだよ。大金すぎる。ありがとう。いつもありがとう。なんで笑うの？何？大金すぎる。でもありがとう。ライバーっぽかった。抹茶さんも今年もよろしくね。途中から来てくれてましたよね。ありがとうございます。ちょっと待って。ゆうちゃんの方で見る。お誕生日おめでとうございます。素敵な一年になりますようにって言ってくれてる。ありがとう。素敵な一年にしてみせます。素晴ら幸せ維持。しい。おめでとうございまありがとうございます。狙ってたのにじゃないのよ。狙ってない。す。今日はこれ配信もう狙い撃ちやから。みんな狙い撃ちやからもうみんな今日は我慢して。ありがとう。誕生日おめでとうって来てる。嬉しいです。ありがとうございます。狙い撃ちなんで。ケーキ最高です。そうです。わーまたすごいな。そう、ブタロボは幸せですわ、本当に。本当にありがとうございます。こんなたくさんの人に祝われて、スパチャまでいただいて。翔一ちゃんもありがとう。36歳、おめでとうってありがとうございます。嬉しい。今なんか LINE も来てた。別件で。嬉しい、ありがとう、LINE。やじくみちゃんもありがとうね。おめでとうございます。え誕生日プレゼントです。これ嘘は、アボズレからでございマます。ジで渡しといてと伝えられたんで。阪急やで、これ高いで。いや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 。そうなんはい。あんたからじゃないんや。あ、ごめんなさでもなんか、何が欲しいって聞かれてたから、い。そう。また多分買ってくれるんやろうなと思っとってんけど、また LINE も来てるの嬉しい。ありがとうございます。ちょっとマミー見てないけどさ、絶対。どっち食べる見てたらどうしよう。竹取物語。はい。ちょっと紹介する。どうしよう。マジで、明日ご飯も連れてってくれるのに。そう。よいしょ。見て、竹取物語めっちゃ綺麗じゃないこれ。可愛いと思ってこれにしたんです。今日もしかしたら2つ食べれるかな。1個1個になると思うから、これも調べとくと、バナナの木とかいうやつ。ああ、確かに。そうやったな。そゆうちゃろうはタルトでしょ。それタルト。もう1個が、あ、いいよ、見せるわ。はい。さっきそれ、いちごの、何やったこれは、チーズケーキ。レアチーズケーキ。竹も食べれるんですかこれ竹に見えるだけで。これ竹じゃないでな。実は。実はそれぐ竹じゃない。らいリアルってことやね。もう、じゃあちょっと開けさせてもらいます。で多分皆さんからのプレゼントちょっと今日間に合うかなって実は密かに期待したんですけど、今日の配信に。間に合いませんでした。間に合わなかったんで、ほんと送ってくれてる人多分いると思うんで、多分送ってくれてる人いると思うんで、でも。11年の記念もあるからさ、で最後っていうのもあるからさ、多分すごいいろいろ絶考対送ってるえてやろみたいなさ。送ってくれてる人おるんやろなと思ったら申し訳ない。何やろこれカバンすごい。阪急の袋でもらうの初めてかも人生で。何やろ怖いねんけど。じゃあ開けますね。今日はブー太郎さん可愛く見えるやつや誰そんなこと言う人誰どの人ちょっと待ってどこブー太郎さん。あんたかかわいい何これ
元気の源プーマブータロビームをたくさん巻いてくださいね。なあ、これイカゲームじゃん。正解。え、すごいね。これ限定。待ってコラボ。イカゲームの知ってる？これみんなイカゲーム見てる？ちょっと待って。めっちゃ可愛いない。名前わからんねんけど。え、リュックやん。そう。え、可愛い。え、嬉しい。ちょっとスポーティー系、なんか持ってるやつはさ、ちょっと合皮の、なんか、大人っぽいやつやん。これなんて読むの？スクイッそうトゲームかうん。イカゲームって意味か。そう、プーマとイカゲームのコラボ。コラボ。うんすごくない？嬉しい。ちょっとまた LINE 後で送るわ。明日でもいいんちゃう？送っとく。明日会うんやし。明日の時にまた直接お礼言おう。チャックもなんか可愛い。後ろがさ、黒。こんなんなってんのこれはあれ、スーツケースに引っ掛けれるような、あれ、これあれやろ？多分。十字架やから。あ、多分そうちゃう。なあ。うん。すごいね。これさ、よく見たら柄も入ってるんだけど、わかる？可愛いよね。ナイスパクした誰か。ごめん、見てなかった。花プリンちゃんや。花プリンちゃんも今年もよろしく。ブータラビームをたくさんん。巻いてくださいねっていう。あ、わかりました。今年もいっぱい巻きますし、じゃあちょっと、そうやって書いてくれたんで、ビーム送りますね、後で。最後にじゃあ、感謝を込めて送ります。うわ、見て、イカゲームのマークにプーマがいる。ほら、めっちゃ可愛いやん。しかも結構ポケットが細かくあるから、いろいろ入れれるし、これはもう早速明日じゃあ持っていくわ。かわいい。中も、しかもめっちゃ軽いねやん。今持ってるカバンちょっと重いからさ、リュック。嬉しいです。かわいい。イカゲーム2も見ましたから、私。こんなんあんねんけど、みたいうん。な。あ、それ多分好きやで。これがウケた。めっちゃ可愛いない？これ、ここもポケットなんや。うん。めっちゃ収納効くな。うん。ほら、うん。何でも入る。嬉しいです。いっぱい使いたいと思います。これ届けに来たの？誰か。違うの？違うよ。後ろにはい。じゃあちょっとせっかくならつけてるとかもちょっと残しとこうかな、映像に。ねじゃあ、みんなスクショタイムね。これ自分ハンガー。イカゲームの。ハンガーなんで。どうハン似合う？ガーです。山男。もういいよ。はい。の。みんな、ウルトラモデルです、これ。欲しい人は。もうちょい、あれ。なんていうの？紐長くしたりとかしたら。これもすごいな。こうやっても確かに。ゴム？ゴムじゃない、なんか紐。あ、紐か。嬉しい。やったねー。それでお礼のメール送っときます。メールやって今の時代じゃない。ありがとうございます。てかさ、これさ、見て、かわいない後ろ。これブーがおんねん。ちょっと色の背景は違うけど。あ、これジャンピケなの？そう。え、そうなそう。の？これもプレゼントでくれたやつやね。もうプレゼントも最終やからみんながこうやってもらうプレゼントも次が最後なんですよ。はい。はい、ということで、プレゼントコーナーでした。じゃあ、竹取物語食べたいと思います。普通に豚でちゃうにかけてた。あ、めっちゃ柔らかい。全然竹じゃない。何の躊躇もなく。何も言葉も発さず、当たり前のように。信頼してるからね。いいように言えばな。竹、見て、竹。めっちゃ美味しそうよ、これ。うん。抹茶のいい味。しかも金粉もあんねんね、これ。すごくない？うん。美味しい。クリーミー。なんか、もちもちクリーミー。竹は抹茶ですね。
うん名前を書くことやでって嫌や小学生幼稚園児や抹茶味でもうクリームも入ってて抹茶のこれが何層にもなって中にちょっとカスタード系のさクリームも入っててで一番下にねみんな多分見えてないと思うんですけどタルトみたいななんかケーキにもなっててさこれほら見えますかここね一番下がちょっとこうケーキみたいになっててこれを全部まとめて食べると美味しい、うまい美味しい罪深いねこんな風にいっぱい食べれてそうもいいよ。美味しいわほらで断層もこんななってんのよよく玄関置いとくで。ありがとうおいしいあアンアンタイムね確かにでもアンアンタイムねゆうちゃんは多分ね好きじゃないと思うんですけどアンアンタイムするちょっと待って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 待っておかしい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 ちょっと待って何こここれはゆうちゃんからです。マジで、ちょっと待ってアンアンタイムちょっと待ってうせやんはいこれはあれやでもうブー太郎がなんか欲しいものとかっていうのを無視してこれはゆうちゃろうがもうブー太郎にもう使ってほしいっていうもの何でございます。ハイブランドが来たトム・フォードなんですけどなんでそんなことしたのこれは自分のわがままやからなんかあとは強制される強制されるイヤリングみたいにピアスみたいに怖いねんけどどうしようちょっと待ってあんたずるいなそれは何がなんか誕生日で何が欲しいとか聞いていただいてめっちゃ可愛いなんか2つあんねんなぜか見てこれ綺麗どうしようこれもあんねんけど何これなんか全然これは想像つかへんありがとうございますはいこんなラップに車どっちから先開けた方がいいこっちそっちやな。おそらく。どっちやろ。違うな。こっちやな。こっちこっち開けた方がいい。ちょっと待って、その前に一回ちょっとケーキ挟むわ。オッケーあータイム行こう。はい、みんなちょっと開けないタイム。はい。本物のタイム来た。どうしよう、嬉しい。どうしよう。でも、豚はこう祝われ慣れてないからさ、ちょっと。あんま美味しくないなそれ美味しいやろ、やめろよ、風評被害。嘘自分好きやけどな、これ。ほんま下の部分ちょっと苦手なんじゃん。いや抹茶が嫌いあげんかったよかったそれじゃあ開けさせてもらっていいですかどうぞ緊張する韓国で人気のなんて書いてるシェルインクリームチーズを Amazon であったから買いましたストロベリー味ですインスタグラムで載ってました美味しそう紐と買わなあかんパターンかもどうしようかわいいなこのリボンも置いとくでも絶対使わんって言われんね絶対使わでも確かに使わんな、ん置いといても使わんこれどうやって開けたら正解これ普通にもみ食ったらいいんじゃないすごないガムちゃうでこれなんかお菓子とかの銀紙とは全然違うんやからそうそんな感じ照れ隠しタバコの包み紙みたいなもんや何バター入ってんのこれなバター変な破り方しちゃったいいよいいよどうせそれ使わへんしゴミやトム・フォード何これ
ネージュオードパルファムスプレーってことは香水？正解。待って、香水だらけやねんけど。そうだよ。これは、じゃあ、ブータロ香水さ、うん自分の好きな匂いばっかりやん。うん。これは自分初めて、そう、これもう、ドンピシャやねん。あ、自分が大好きな匂いやねん。それをまとえと。そマイフェイバリット封印しろと。う。そう。いやいや、別につけていいよ。つけていいけど、いやー、かわいい、見て。めっちゃ好きな匂いやねん、これ。どうしよう。もう箱がかわいいもんな。これ好きなんや。これ好きやねん。見て。多分、ブータロ好きじゃないかもしらん。YouTuber ここするんだよ、こう。全然できてなくない。かわいい。臭いからかって臭いちょっと。字が小さくて見えないね。ソレールネイジュあ、なんかそんなん言ってた。ってやつ。どうやって開けるのこれ。そのまま上に。こう。ああ、すごい。あ、でもちょっと甘さがある系。うん。なんか不思議な匂い。あ、そう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 。なんか、大人な匂いやねんけど、爽やかさもある。いい匂い。嫌な香水感じゃないやろ。ではない。うんよくあるなんかちょっと。すっきり感もある。大人の匂い。大人の男の匂い。なんかあるやん、くどい。あれをすっきりさせた感じ。いいよ。ブータロっぽい、これ。ブータロっぽいっていうか、自分が単純に好きな匂いやから、これをブータロにまとえっていう。なるほどね。うん。わかった。うん。これかブータロトム・フォードの男になる。ありがとう。しかも容器も可愛いし。香水、また増えちゃいました。毎晩王子に迫ってこれ頃に言うて、そういうやつ、なんか雑誌の裏とかにあるやつ、これを振ったら、なんかモテるみたいなやつ。これ振ったら言うちゃうな、お高くないあんた。これぐらい払わないとついてこへんってこと。いや、そんなことはないけど。しかもなんかついなさそうやし、そういう意味では。あ、大丈夫やで、元さんでも。ちなみにこれ開けてください。どうぞ。そういうことこれは、あれや、香水容器や。多分。言っちゃった。正解。かわいい。これ入れとくやつやって。見えますか？これ何？これは捨てていいやつね。あ、それはもうシールやからいいよ。捨てといて。ほんまに？うん。こんな、なんかちょっと。ASMR。 ASMR。なんていうのこういうの。なんか革っぽい感じ。ほんまの革なのかなこれ。あ、多分そうやと思革っぽい。う。これ、だからこれをあると、旅行とかにも持っていきやすくなるってことですね。そう。このままやとちょっと心配じゃないですか。ほら。しかも高級感もさらに増すっていう。で、これに合体。めっちゃいい。こういう箱も高いですからね。これはなんかトム・フォードとかは別に何も書いてない。あ、書いてるわ。一番上のトップにな。ここに。ありがとう。こんなんまで買ってくれて。これも置いときたよな。そう。これでもこれ使うことないで。あ、置いといても。これ記念に置いとく。置いといても使うことはない。これでいいんか。説明書に入れとこう。嬉しい。ありがとう。去年に引き続き、またサプライズしていただきました。はい。なんか毎回、あれ香水はクリスマスやったっけあれは。どうせクリスマスかなんか。あ、違う。あれも誕生日やったんかな。クリスマスクリスマスやったっけ、うん誰だった亀梨やった亀梨じゃない。赤西くん。赤西か。そう、あれもまだあるしな。ちょっと香水だらけになってきたよ。そう。なんか不思議。男の人の匂いやのに、なんか女の人の感じもあって。これ男女問わずやね。な、ユニセックスって感じがする。うんだからブー太郎にぴったりかもしれない。キモおととしの誕生日やって。やっぱ誕生日か。何も覚えてへん。感謝してんのに。ありがとうございます。家といたしまして。カバーももらって香水もいただいちゃいました。ありがとうございます。そういい男すぎてため息出るって。なんでやねん。嬉しいな。ありがとうございます。大事に使わせていただきます。はい。
なんか不思議。なんかこトム・フォードってアメリカなんやな。う、まあ名前からしてそうか。まあね。うん。いやでも分からん、イギリスかもしれへんし。ねえ、素敵ですよ、本当に。なんかこっちまで嬉しくなるやって。ごちそうさまですってやつやな。おめでとうございます。幸せです、本当に。なんかもう、でもこれ、もうここもほんま幸せやけど、なんか申し訳なさも出てくるっていうね。いいよなんかこれやっぱ自分ってこう不幸体質だよな。あなんか根っからの、なんかこんな幸せでいいのかっていう不安。ああ、なるほどな。そう。あなんかあかんあかんって。対価に見合ってないってなっちゃうねんな。エタニティに似てるって。エタニティって何？赤西似てないです。だからほんまにブー太郎が選ばなさそうな香水やから、もうこれはどうしようか正直迷ってんけど、でも、これ自身、もう自分がドンピシャやねん。もう。だけど、ドンピシャな香りって、相手につけてもらいたいんよ、正味。うん。自分につけるんじゃなくて、うん自分につけて自分で寄ってもさ、自分かいってなるからさ。うんってなると、もうこれやなと思って、もう今年はもうブー太郎の言い分は無視しようと思って、うん靴も迷ってんけど、うんもう靴はもうトミーといっちゃん買ってくれたからさ、うん今年はもういいや、自分本位でいこうと思って。ということで、嫌でもこれです。はい、わかりました嫌でもこれです。ありがとうございます。はい、あんたほんと白々しいわ。今日とかもさ、明日なんか明日とか明後日何買いに行くとか欲しいもんないねんなとかって。でもなんか強いて言うならちょっと美顔器とか使ってみたいかもとかいや、言っとったな。言っとった、言っとった。嬉しいです。ありがとうございます。ということで、はい。誕生日スペシャルでございましたもんみんなそろそろお眠なんじゃないですか？まだ喋りたいですか？まあ、久々それに喋りたいですかって。なんでそこでみんなに委ねんの？いや、どっちが多いかなって。これ美顔器欲しいとかやってみたよね。カッサとかさ。なんか言っとったな。なんかその化粧水をなんか導入する機械やつとかもあるん。やん。なんかああいうのとかちょっと気になってんね、密かに。はい。ということで、じゃあ、自分から先にお礼な。キモ。ありがとう。伝わった？伝わらへん？言ってはい。ということで、ブターカーのお返しのお礼でした。はい。そして、皆さんにはブターカーの、今日いっぱいやってくれた人全員にありがとう。笑えよ。面白い。面白い。面白かったです。今日も仕事なんでそろそろ寝たい。はっきりしてるね。これからは2人の時間で。それぐらいがいい。はい、本当に長い時間ありがとうございました。もう皆さん本当にありがとう。とはね、皆さんからまた届くプレゼントで完成するかなと思うので、はい。改めてね、本当に祝ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。私は幸せ者です。36歳も自由に幸せに生きていきたいと思うので、少しでも共有できる思い出が、過去の映像を含め、何が上がるか今年の YouTube チャンネルも、そして秘密基地も、よかったら両親の動画、楽しみにしていてもらえたらなと思います。今後ともよろしくお願いします。ということで、2時間半。3時間 ?3 時間。9時からなんだよね。そうか。3時間出すわ。はい。もうやってますので、本当にありがとうございました。そして一つは忘れかけてた。じゃあ最後に全力の愛を込めて。みんな、2025年もいっぱいよろしく幸せビームビビ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 はい。こんな36歳ですけど。よろしくお願いします。あとさ、職場の先輩にももらったよ。なんか言っとったの、どこ置いたっけ？知らんで。それも紹介しとこまだ紹介あるみたいです。ぶーちゃん、ひめちゃんまだ。ちょっと待ってよ。また紹介するのかっていう。これ。ハサミなかったっけ？ハサミあっち挟んでる。下。
あ、カットあったんやけど、まあいいか。開け方独特。ちょっと待って、やめてくれへん。そんな開け方する。普通こうやろ。なんなんそのブス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 。元気もらったって見えてよかったです。玄関に置いてました。これすごくない？マッサージ、足入れてこうかかとここに置いてもいいし、ふくらはぎこんな感じでいってもいいし、膝にこう入れてもなんかいろんな使い方ができるらしくて、マッサージちょっとこれしながらコンブロしようかなと。ああ、素晴らしい。これちょっと充電後でしとこう。ありがとう、先輩にいただきました。歌の仲のいい趣味があるね。え、もう一個くれてさ、ユーザーの分もあるの実は。え、なんで？なんか2人で使ってって言ってくれたのが実はありまして、これえ、奇跡の歯ブラシやん。知ってんの？え、これ直子先生のやつやろ？そうなの？奇跡の歯ブラシって。そうなの？そうやで。ちょっとよかったよ、なんかマジで。サンとムーンがあんねんけど、これサン。ムーンはへこんでんねん。見して。あ、両方ともサンやな。分からへん。その人が作ってやってる。ほんまに分からんけど、分からへんけどピラミッド型になってるの分かります？この歯の刃先が。あ、でもサヌーンじゃないから違うんか違な。うやつじゃん。うん。さすがに。そう、こういうやつをいただいて。で、しかも、コンクールまでいただいて。歯磨き粉？歯磨き粉。で、歯を白くする。今その会社の先輩がそれこそゆうちゃんと同じで矯正器出して、最近ちょっと歯にすごいこだわり始めてて、それをなんか自分にも共有してくれたっていう感じです。そう、これも思い出として残しておきたかったので。あ、ぶちゃりぶちゃりね、選ばせていただきました。選ばした紹介させていただきました。選ばせていただきました。どういうことやねん。やらせかよっていう。そうだ。いやー、もうこんなにたくさんありがとうございます。リュックもだし。毎日歯磨きしないとやな。そうやわ。してるでほんまに毎日。今年こそは毎日お風呂入って毎日歯磨きもしてって。もう一個の目標にする？今年こそは毎日お風呂入る。お風呂はちょっと難しいかもしれない。難しいんや。結局難しいんや。はい。ということで、なんかちょっと私事で、なんかもう長いこと付き合わせてすいません。いやー、まだありますからね、プレゼント多分、視聴者さんから。それも楽しみに待ってます。ということで、今日も長い一日ありがとうございました。また来月ですね。これ読んだ2月、告知 X、インスタ、YouTube のなんか投稿するやつかなんかで、またお知らせしようと思うので、予想的にどう？いつになりそう？わからへんか。今？自分がな、ポツ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 なんかな、入っとるからな。いやー、記念になる誕生日過ぎたよ、本当にありがとう。お風呂は難しい。朝入ることも多い。もうゲーム終わって疲れた。そのままもう寝たいってなっちゃうっていう。行けたとしたら、明日か。もう今日やな。今日か、8やな。早くね？そうやで。こんな日無理やもんな。そうか。そうやで。23にする？23でもあんた、いけるよ。いける？か、そうやな。8か23かやったら、そうやな。23。8か23になりそう。どっちがいい？明日ってか無理やん。
明日っていうかもう今日や。今日無理やん、夜。そうやね。あ、そっち見てな。うん。っそうやな。てなったら、やっぱ8か23。 23うん。になりそうです、皆さん。まあ多分23かなと思うんで、うん。そんな感じではい。今のところはよろ。しくお願いします。また改めて決まったらお知らせしますので、本当にありがとうございました。もう今日も130、40、50人ぐらい来てくれましたかね。ずっとこう見ててくれた人もありがとうだし、アーカイブで見てくれてた人もありがとうで。そしてコメントずっとしてくれてた人も本当にあまり今日は読めなかった、まあいつも読めないんですけど、たくさん書いてくれてありがとうございます。で、スパチャ。もう今日大量にいただいちゃいまして、本当にありがとう。もう一人一人なんか細かく送ってくれた人もいましたし、大金くれた人もいるし、もうすべて、くれた人もいるし言い方本当にもうありがとうございます。はいもうたくさんちょっと負担をかけさせてしまって申し訳ないんですけど、はい。っていう感じで、皆さんには本当にね、これからもマイペースな楽しみしかちょっと共有できないとは思うんですけど、自分たちらしくこれからも更新はね、長く、ゆるく続けていければと思うので、2025年も2人のことをどうぞよろしくお願いいたします。では、皆さんお疲れです。ゆっくり休んでください。あたり女子も明日、明後日、休日を満喫したいと思います。はい。はい。おめでとうございますありがとうございます。なんかおるなんかおるあ、すごい。歯並びがあんまりよろしくない。歯並びがあんまり。あと唇。ちょっと待って。はい。切ったね。唇ほんまさばくよな。ってして。違う。うん。じゃあ、おやすみなさーい。キモキモみんな今日楽しかった。確かにちょっとこんな感じで頭の上がそうやです。はい、これが36歳。現実。やばすぎる。ほんと皆さんありがとう。36歳のブー太郎もよろしくお願いします。おやすみなさい、みんな。いつもリップ塗られてる。じゃあね、おやすみなさい。長い時間ありがとうございます。やっぱいい匂いな、それ。好き。うん。じゃあねバイバイ。あ、グッドボタンも皆さん忘れずにね。遅っ遅っ。じゃあ終わっちゃうよ、本当に。泣いても笑っても。はい。笑っても最後やで。じゃあな。Thank you な。バイバイ。